私は知っている。その優しい声の奥に今も消えない悲しみがあることを。細い足、しわしわの手、小さな背中、長い年月を生きてきたその姿を見るたび、私は戦争の重さを感じる。そして曽祖母の右足には今も傷が残っている。それは戦時中自分で引っかいた傷。灰色の空の下、爆撃の音が鳴り響く。恐怖と不安でいっぱいになり、右手に握った石で自分の右足を何度も何度も引っかく。気づけば手も足も血だらけだった。私が真実を知ったとき、胸が締め付けられた。どれほど怖かっただろう。どれほど苦しかっただろう。生きたい、死にたくない。その思いだけで曽祖母は必死に生き延びた。戦争は人を傷つける。体だけじゃない、心まで壊してしまう。家族と笑う時間、友達と過ごす日々、また明日ねと言える幸せ、そんな当たり前をすべて奪ってしまう。でもそれは当たり前なんかじゃない。血と涙の中を生き抜いた人たちが命をつないでくれたから、今の私たちがいる。もし曽祖母があの日走っていなかったら、もしあの日命を落としていたら、私はここにいなかった。曽祖母の右足の傷はただの傷じゃない。生きたいと強く願った証。戦争は二度としてはいけないという叫び。私はその思いをこれから先も伝えていく。もう誰にも血だらけの道を走ってほしくないから。もう誰にも愛する人の命が奪われることに怯えてほしくないから。もう二度と沖縄の空を戦争で染めてはいけないから。平和は当たり前じゃない。たくさんの人の涙と苦しみと生きたいという願いの上にある。だから私は忘れない。沖縄戦で苦しんだ人たちを、愛する人を守ろうとした思いを、泣きながら生き抜いた人たちを、そして曽祖母の右足の傷を、生きたいと願った証の傷を、平和な未来へとつないでいくために。チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、こんばんは。お集まりいただきありがとうございます。こんばんは、カラスマ100です。来ていただいてありがとうございます。本日は高市忙しい寝てない私も秘書もやってない陳述書で勘弁首里城を立てますということで、沖縄慰霊の日とのギャップがすごいのですが、イラン戦争と世界の危機、高市内閣や早苗トークン問題、沖縄慰霊の日、その他の社会問題デモや抵抗運動の話と、多岐にわたる話題を説明していきます。ですね、沖縄戦で亡くなりましたすべての方に哀悼の意を表したいと思います。
現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので、視聴にはご注意ください。また、カラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱っているつもりはございません。チャット欄では差別等を禁止しておりますので、概要欄のルールを守って参加してください。はい、ということでですね、しょうがさん、タイムさん、音花風花さん、一ノ瀬さん、ですね、伊沢さん、ミニラトルさん、615さん、無欲さん、悲しみさん、ラートンさん、サバタさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。悲しみさん、風邪をひいたので寝ますということで、お疲れ様です。ありがとうございます。冒頭来てくださってありがとうございます。私もね、ちょっと微妙に体調が悪いのでね、なんか、週末大事なコラボがありますので、皆さん本当体調にはお気をつけてください。なんか急に暑くなったり寒くなったりしてるのでね、はい、ご自愛ください。枝豆家庭連合さん、ペタさん、コンカラスです。これ昔から右翼さんが子供に無理やり言わせてるとか、無理やり言わせてるわけねえだろっていうね、お前らと一緒に住んだっていう、すいません、ちょっとブチ切れてしまいましたが、いや、本当ね、沖縄を侮辱してる人たちはね、許せませんね。はい。ということで、風怖いですね。はい。皆さん流行あると思うので気をつけてください。本当素晴らしいスピーチだったと思います。はい。ですね。今回も、リンク集作ってます。先ほどの、動画もですね、TBS のやつですけれども、参考リンク集に全部入れてありますので、見たい方はそちらをチェックしてみてください。あと最初お知らせなんですけれども、先週ですね、言いましたが、カフェスカーレッタクローワルツということで、すずりショップをオープンさせていただきました。はい、ということで、店主は音花風花さんです。そして、デザインをしているのは一ノ瀬さんという方です。なんか、どちらもいらっしゃるなということで、はい、ということでですね、グッズ、順調に売れているようで、非常に嬉しいです。ありがとうございます、皆さん。ご購入してくださった皆さんとは本当ありがとうございます。ですのでですね、一ノ瀬さんデザインのなんかめっちゃ可愛い私などが、購入できますので、ちゃんとですね、チャリティーになったり、一ノ瀬さんに報酬が行ったりしますので、はい、ですね、大丈夫なので、その辺はですね、音花風花さんが管理してくれてますので、よかったら、チェックしてご購入のほど検討してみてください。はい、ということでですね、天才ということで、ということでありがとうございます。はい、そうですね、まあ、高いって言ったら確かにね、もうアウェーもいいところだから、ちょっとそこだけは同情しますけど、まあ、自業自得ですね。その話後でします。戦争がダメだって子供でもわからないことはわからないの右翼だけだろっていう。まあトランプとかあの辺以下の人たちみんな分かってないですからね。はい、そして土曜日はですね、6月27日9時からですね、ホイッピーチャンネルのパンケーキホイップクリームさんと、コラボさせていただきます。非常に光栄です。ありがとうございます。音花風花さんも一緒です。ということでですね、皆さんぜひとも、5000登録者とりあえず目指してらっしゃるそうなんで、ぜひぜひ、ホイッピーチャンネルに登録してください。よろしくお願いします。これは義務です。はい。登録してください。お願いします。普通にめっちゃ面白いので動画。はい。ぜひともですね、知らない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、見てください。ですね。はい。反戦反差別の VTuber さんです。はい。ということでですね、あつさずせさん、八坊せさん、コンカラスです。ホイッピーチャンネルの登録もよろしくお願いします。はい。そして、安倍晋之助氏の家庭内暴力防止プログラムの受講、生姜さんという方が、作った署名でございますけども、2500筆を突破しました。おめでとうと言っていいのかわからないけど、おめでとうございます。はい。ということでですね、ようやくですね、この辺まで、いいところまで見えてきたんですけれども、もっと欲しいところですよね。はい。なので皆さん、拡散等ぜひとも協力、よろしくお願いいたします。チャンネル登録ボタンを押しました。ありがとうございます。義務ならしゃあないよっていう。はい。皆さん義務なのでですね、ホイッピーチャンネルに登録お願いします。はい。ということでですね、早速やっていきたいと思うんですけれども、すいません。なんかちょっとね、いろいろ忙しかったりして、ちょっと、あんまり石油危機の話が、情報が仕入れられませんでした。まあ、ロジスティックストゥデイさんなどではですね、ナフサ危機等に対して最新情報出てますので、よかったらそちらの方とかチェックしてみてください。
ですね、本当今苦しい状況の方々とかたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まずはですね、政治の動きを追いつつですね、必要な批判を行っていきたいと思います。2500筆突破おめでとうございますということで、まだまだ足りんということでですね、いや、本当にね、安倍晋之助の証明足りてないんで、はい、皆さんぜひともご協力よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、早速内容に入っていきたいと思いますが、なんて言えばいいんだ、もはやという感じなんですが、イラン戦争と世界の危機の話をしていきたいと思います。ホルムズ海峡がようやく解放されたと思ったらすぐ封鎖されました。はい。レバノン攻撃の継続が理由ということで、なんか苦虫を噛みつぶしたような顔の JD バンスがいろいろうじゃうじゃ言っているんですけれども、お前らのせいだよ。イランの統合軍司令部は米国時間6月20日国営メディアの声明でホルムズ海峡の封鎖を発表しました。この前解放するっつってなかったっていう、こうなるだろうとは思ってたんですけれども、本当悲しいですね。なんか、結局我々石油危機から逃れられないんですよ。理由はですね、イスラエルがレバノンに対する攻撃を継続しているからであり、それをアメリカが止められていないからです。当たり前の話ですね。はい。JD バンス副大統領はイランがホルムズ海峡を封鎖したとの見方を否定し、封鎖を示す証拠は確認してない、証拠はない、証拠はあるのか証拠はと言ってるんですけど、そもそも通行できてねえんだから封鎖されてるに決まってるだろう。お前は何を言っているんだという、感じなんですけれども、ただ一応ですね、イランは、手を緩めてはくれているようです。ホルムズ海峡の通行に回復の兆しということで、昨日のニュースなんですけれども、LNG 船や大型タンカーの一部は湾内に、ですね、戻ったということでございます。そして、皆さん、本当に、日本のですね、関係性を待っている方々がたくさんいらっしゃると思うんですけど、そのうち一隻がですね、日本を目指してた船のうち一隻がですね、ホルムズ海峡をようやく脱出して、サウジアラビア産原油と燃料用200万バレル搭載し、こちらに向かっているということで、これは本当に嬉しいニュースだと思います。なんか地獄の中でも一つの嬉しいニュースという感じではあるんですけれども、無事にですね、日本までたどり着いてください。本当に願っております。ただですね、まだ37隻ぐらい残ってるそうなので、いやー、ちょっと、とにかく、イランさん、ちょっとそれだけは勘弁してよというか、湾内にやっぱり残ってる方々に関してはですね、早く解放してほしいなと思いますが、なかなかそういうわけにもいかないんでしょうかね。はい。少なくともですね、今、閉じ込められている人たちが全員脱出できることを望んでおります。はい。いやー本当ね、アメリカの身から出たサビですよね。もう、調子悪い日の自動ドアかよっていう。いや、イスラエルのほんと好き放題させてるからなんですよね。そもそも攻撃しなければ封鎖もされなかったし、もう乗組員の方々に対してはね、もう同情しかないですよね。イスラエルが同調して好き勝手に他国に攻撃しまくってるのはもともとアメリカのせいですね。はい。戦員の皆さんが本当に心配になります。イスラエルの話は後で言いますが、本当に最低の国。はい。ということでですね、情勢に関して詳しくは、報道1930さんが報道してくれてるんで、皆さん見てるかもしれないですけど、よかったらですね、専門家の方々が結集してるので、見てください。なんで分かりやすい図だけちょっとスクショで流すんですけど、なんかトランプが最近今ほざいているのは、ヒズボラが問題を起こすのをやめさせなければイランをより激しく攻撃すると、主張しているそうでして、いや、だから、イスラエルが攻撃してるからヒズボラレバノンのね、勢力が攻撃してきてるんでしょ。何を言っているんですか、この男はという。本当何も分かってないだというか、自分がね、イスラエルをコントロールできないのを多責しているとしか思えないんですけれども、これでですね、温厚で知られるガリバフさんっていう人と、荒口外相がブチ切れて、握手と写真撮影を拒否するという、ちょっと異様な事態に陥ったそうです。なので、
これはやばいと思った、カタールとかパキスタンの仲介国のね、人たちが、いや、ちょっと待って、荒口さんちょっと待ってくれって言って、なんとかですね、荒口さん交渉のテーブルには戻ってくれたそうなんですけれども、バンスはともかくトランプがもうこんな感じなので、もう話にならんなという、イランはね、感想を抱いているようですし、相変わらず重症説も噂される文字束本人は出てこないというわけですね。はい。ただイランの示している条件というのが、アメリカが悪いので当たり前なんですけど、レバノンを含む全ての戦線の戦いを停止し、60日間にわたり無料で通行し、その後はイランが管理、これ後で言いますが、あらゆる制裁を解除しろというですね、当たり前ですけれども、イランに非常に都合のいいものになっているので、下のね、バイキンマンみたいなネタニヤフという男は、レバノン南部に私はとどまるんだと言って、何も言うこと聞かないんで、この停戦がいつまで続くやらという、ちょっと状況になってしまっています。道の海賊さん、ナミさん、コンカラスです。第2ラウンド突入かな。いや、ほんとそうとしか見えない色がね。本当に。1980のね、1930の皆さんも、専門家の皆さんも、本当ね、これからどうなるんでしょうみたいな感じで言われておりましたけれども、はい。そりゃそうだよな。はい、ということで、読売新聞が報じているんですが、48兆円規模のイラン復興開発策定計画へ、日本などの企業から24兆円拠出決定済みだそうですよ、皆さん。24兆円払ってください。はい。おしまいっていうですね。一応言っとくと、日本、韓国、シンガポール、マレーシア、米国などの企業から合わせて24兆円の拠出を決定済みという話でございますので、日本がおいくら兆円払うのか知らないんですけど、多分、兆円単位の負担ですよね。いや、いい加減にしてくんないから、嫌なんだけど、なんでこの人たちのために、いや、イランを復興しなきゃなんないのは確かにそうだけれど、賠償金でしょ、これ事実上の。なんで日本が賠償金払わなきゃいけないんだよ。いや、高市さんがトランプみたいなこと言うからですけど、もう最悪ですよ、この展開。だってナフサ不足の、だからね、建設業の人たちとかのために補助金を出してあげなきゃいけないという状況なのにね、アメリカのために何兆円も払ってやんなきゃいけないんですよ。もうこれこそ国賊行為でしょ。あんま国賊言いたくないけどさ、ひどいなと思います。右翼の人たちはなぜこれにぶち切れないのか、私には理解できません。はい。決定済み。決定済みといってもね、読売の報じ方だと、かなり曖昧にぼかしてるし、一部のね、アメリカはね、相変わらず曖昧な言い方をしていて、払うとも払わないとも言ってないみたいな感じで、言ってるので、イランには協力しないとか協力するとかね、トランプの発言は特に揺れ動いているので、わかんないんですけど、少なくとも6月18日のこの報道が撤回されたという報道は出てません。はい。ですね。いやー、高市当選罪、民間資金とはいえ超単位かよっていうですね。そう、もう政府が直接ね、支払うわけじゃないんですけど、企業からとはいえね、国のお金ですからね。なんでトランプが始めた戦争のツケ支払うんだよってむちゃくちゃなというですね。なんとかね、トランプの気が変わってね、日本は払わなくていいよって言ってくれればいいんですけど、そんな展開あると思います？私はないと思う。はい。一応ネットサーファーである日本が戦争に参加するぞになるぞ論は乗れないんですよね。もう実質的に参戦してるだろうという。そうですね。結局ね、アメリカトランプを支持するっていうのはこういうことですからね。はい。イランを敵に回しちゃって、結局イラン戦争でアメリカの側についたっていう風に、見られても仕方のない行動を我が国の政府は取っていたので、はい。そういうことだなと思います。ただですね、バンスさんがだいぶ人が変わっているようでして、トランプもなんかよくわかんないこと言い出してるんだけど、次々と新しい米国の立場を示していると。レバノンの停戦はイランの要請ではなくアメリカの目標です。紛争解決メカニズムはアメリカだけではなくイランも含んでおります。中東地域のすべての国々、イスラエルだけではなくは自衛権を持っているので、ミサイルとかイランが持ってても問題ないんですよ、みたいなですね。バンスはもともとだから、マガの人たちからかなり要はですね、いや、
トランプはもうダメだから、バンスが戦争反対のね、右翼の立場になってくれっていう、本来トランプに期待されてた役割をしてくれみたいなことを言って、次の大統領を狙っている人なので、当然別に善意ではなく、野心含めの発言だと思いますが、イランの肩を持っておいてですね、イスラエル派の人たちを切り捨てる戦略に出ているのではないかと、言われてます。そうした方がいいとは思いますけどね、私も。はい。バンスは気に入らないけど。というのもね、はい。イスラエルがやっていることがもう目も当てられないですね。はい。昨日の報道です。昨日の報道ですよ。1年前の報道ではありません。ガザで停戦後265人の子供が死亡。ユニセフが発表しました。90% 以上イスラエル軍が殺害ということで、さすがに、10% はその別の偶発的要因だったりするので、殺害という用語をですね、テレ朝使ってくれたのはですね、いいことだと思うんですけど、そもそもほとんどがイスラエルが殺してるんですよ。ユニセフによりますと、去年10月にイスラエルとハマスの一応の停戦合意が発表されて以降、ガザ地区で少なくとも265人の死亡、90% はイスラエルが殺害ということでですね、毎日1人の子供が命を落としています。これを停戦と呼べるのか、停戦とは呼べないですね。はい。ということでですね、どんだけ殺しゃ気が済むんでしょうかね。と言ってる間にですね、AP 通信によると、これもですね、22日のニュースですが、イスラエル軍の攻撃によりガザの学校へ向かう途中の10代の少女が死亡というか、これは殺害ですね。デール・アルバラの、というところなんですけれども、月曜日イスラエル軍の攻撃によりガザ市で試験を受けるために高校に向かって歩いていた10代の少女が射殺、ですね。交通量の多い通りで爆発が発生したとき、射殺じゃないですね、すいません。爆発が発生したとき、それに巻き込まれたと。イスラエル軍は最初はハマスのせいだというふうに言っていたが、関与していない個人が被害を受けたという主張は認識しているということで、お前らがやったんだろうという。もう呆れて言葉もないですね。はい。こんな感じで、ガザのティーンエイジャーや子供は次々と殺されています。はい。他にもですね、西岸の方でもイスラエル軍パレスチナ人の若者2人を射殺ということで、これは軍が自ら射殺してます。パレスチナの当局によると、ヨルダン川西岸のベイトウマル地区で22日、イスラエル軍兵士がパレスチナ人の2人を射殺。これはですね、テロ容疑ですね。一応、火炎瓶を投げたり、タイヤを燃やしたりしたって。火炎瓶を投げたりって、火炎瓶はまだしもタイヤを燃やしただけで射殺したのっていうことですけど、殺された2人は15歳と19歳の若者だそうです。だからね、とりあえずやっぱりイスラエルに対して経済制裁なり断行なりしないと、この話終わらないと、ずっと私は3年間言い続けてますけど、終わらないですよ。はい。無理だと思います。このテロ国家に対して、他の処置の仕方がないし、少なくともレバノンへの攻撃はやめてもらわないと、いつまで経ってもね、イランが怒ってああいう態度に出るので、話が解決しないと思いますね。そうなんですよね。バンスになったとこでピーター・ティールの手先なんですよね。どっちにしろ。だから本当共和党である限り積んでしまってるんですけど、いやー、本当にね、他のメディアもちゃんと殺害の表現使ってほしい。いや、ほんとね、AP 通信とか未だに死亡って書いてますからね、死亡じゃないでしょって、殺害ですよ、殺害。何をひよっているのかと。ですね。毎日露光橋事件っていうですね。ほんと宮廷軍みたいになってますよね。そうですね。イスラエル軍にとっては人間扱いしてないから結局こういう扱いをしてるんだとは思いますよ。もちろん動物に対する殺傷だったとしても、大虐殺と言っていいと思いますけどね。はい。世界難民デーが先日あったんですけれども、ガザ市西部の夏の暑さの中、ボロボロのテントの中で暮らす子供たちと避難した家族たちの写真が取り上げられていました。生活に必要なインフラもなく、夏が暑く冬は雨と寒さで凍死者も出るぐらい過酷なガザのテント生活を皆送っています。ガザでの生活を過酷にし、実質的に出ていくことがイスラエルの勝利なんだろうと思います。あとは生活に耐えきれず命を落とすか、イスラエルの空爆で殺害されるか、この子たちはイスラエルに一体何をしたのかと
と。ですね、西見さんってイスラエルに在住、いまだにイスラエルにとどまっていて、アラブ人の方と、ですね、パートナーの方と一緒にいらっしゃるんですけれども、すごいんですよね。シオニストとも正面からやり合ってるし、正直大丈夫なのかなっていう気にはなるんですけど、もちろんイスラエルに住んでる方でもこういう方はいるんですが、正直ね、体制をひっくり返すほどの影響力は持ってないということですよね。はい。現在パレスチナ34度超え、それぐらいの温度でしょうね。いや、ほんとね、イスラエルはやっぱり完全に解体しないと平和は来ないのではないかと、イランの言ってたことがやっぱり正しいのではないかというふうに思いますよね。もちろんイランの体制が正しいとは私も思いませんよ。そんなことはずっと否定してますけれども、全体主義なので、それはずっと言ってますけれども、そういう問題じゃない、どっちが悪とかそういう問題じゃないですよね、もはや。だからこのね、虐殺を止めないと話が進まないんですよ。はい。なので石油が欲しい人はとりあえずイスラエルを止めてください。お願いします。はい。こういった虐殺に対してですね、重大な責任を負っているアメリカ合衆国はさて何をやっているのかと言いますと、さっきのようにトランプが邪魔したりとかいろいろしてるんですけど、はい。国営施設の林間記念堂のプール、反射池の底、雰囲気が暗いからと正常位の青に塗り直せとトランプが命令しました。入札なしで複数の汚職の前科を持つトランプの知り合いの業者が受注して工事をしました。底面を明るくしたら、光合成する藻が大量発生して不潔で見た目が最悪になりました。そりゃそうだよな。ネットで散々バカにされました。トランプの命令で藻を除去するために薬剤を大量に投入しました。塗ったばかりのプールの底面の塗装が剥がれて上にブヨブヨと浮いてきました。何も考えず調べず思いつきで物事を若くするトランピズムということで、ですね、トランピズムのこれはメタファーであるということでですね、いろんなジャーナリストの人たちとかが激しく批判してます。何やってんですか、アメリカの人たちは。あなたたちのせいで、国のせいでさ、世界の平和が壊れてること認識してるんですか？いや、トランプが悪いんだけど。もう、なんかもう言葉もないっすね。なんか、もうアメリカのメディアの人たちもなんか呆れて、あれですけどね、真面目に、考える気がなくなってるのかもしれないですけれども、はい。ちなみに、これちょっと噂の段階というか、まだこの人が悪いと決めたわけじゃないし、いろんな要素が絡んでると思うので、あれなんですけど、トランプの浄水の、ですね、プールの浄水の一つを請け負ったのがこの人で、ジョン・カファロというですね、トランプの大口寄付者、反射池用の浄水システムの設置に関する入札なしの契約を受けており、2件の有罪判決を過去にあり、1件は議会議員での賄賂で、1件は選挙資金法に関する違法融資であるというですね、こんな漫画みたいな悪役おるんやって。いや、もちろん、カファロは浄水施設を作っただけなので、藻が浮いてきた原因とか、プールの底面塗った人は別だと思うんですけど、ひどい。もう、漫画ですね、完全に。この漫画っぽさというかも含めてトランプだなという気はします。はい。なんかね、本当に思いつきで、ろくでもない人に話を進めたら結果的にろくでもない、現象が起きてるということで、詳しくはですね、現在の確定情報とか含めてガーディアンが、書いておりますので、プールの明るさとかもね、丁寧に色で分けてくれてるんですよ。すごいやびたらしいなという感じなんですけれども、林間記念堂のこの美しいリフレクティングプールがですね、こんな、底の状態になってしまっているというところでございます。はい。ということでですね。だからね、ただ一つだけ言っとくと、世界中で反ユダヤ主義も盛り上がってますよ。イスラエルに対して、イスラエルのレトリックが悪いんだけど、我々ユダヤ人みたいな言い方をネタニヤフがするじゃないですか。で、私に逆らうものを反ユダヤ主義者だと。だから右翼の人たちは本当に怒ってて、怒ってるのはいいんだけど、あの人たちはね、人種のせいにしてるから、やっぱり世界各国地で反ユダヤ暴力みたいなのが発生してしまってるんですよね。でも当たり前ですけど、リベラル派のユダヤ人の方が世界的に見れば多いので、全く反ユダヤ主義は不当なことです。はい。いや、この顛末受けますけど、本当笑い事じゃ済まないですよね。本当に悪いやつが本当に悪いことをしてこうなってるんだよ。
しかもなんか、だからイスラエルがやってることよりもアメリカ人の人がこれに注目してるっていうのがもう終わってると思うんですよね。お前ら何やってんのマジでって。いや、サナエトークンで盛り上がってる国が言うことじゃないかもしれないけどさ。ねえ、本当にこれ現実なのってアベノミマスクの後追いでしょうか。いや、ほんとね、漫画ですよね。もうアメコミですよ。こんな残念すぎるカラーチャートないわっていうですね。うん。まあそう、イスラエル批判からね、マガの人たちはわざと反ユダヤ主義の方向に誘導していくんですよ。だから人種のせいだっていうわけですよね。彼ら差別主義者だから。でもそれは絶対に引っかかってはいけないですよ。はい。リポストするときとかもね、気をつけてください。マジでそういう言い方してる人増えてて危険だと思います。はい。反ユダヤ主義は絶対にダメです。なんですけどね。ただですね、まあそういったマガの人たちが今何で揉めているかというと、ワシントンポストが調査報道を出しました。先日国家情報局をなぜか辞任したトゥルシー・ギャバードさんという人がいて、まあトランプの政権内にしては穏健派だというふうに言われてたんですけど、宗教2世であり、グルと呼ぶカルトリーダーの細かい指示のもとに政治活動を行っていた疑惑が浮上しました。ギャバードはグルの意向は自分の政治活動には関係ありませんと否定してきましたが、記者は2011年から2017年のギャバードの下院議員時代に謎の人物から彼女に下された指示メールを分析し、多くの場合指示の直後にギャバードは指示文通りの発言や提案をしており、ギャバードは夫のがん治療を理由に先日辞職したんですけれども、その記事の掲載をですね、打診した直後にですね、実は辞めていたということで、このことをばらされるのを恐れてのことだったのではないかという、疑惑がまた浮上しています。別に信仰を持ってるのはいいこと、悪いことじゃ決してないので、そこは誤解してはいけないと思うんですけど、ハワイ発祥のヒンドゥー系のカルトらしくて、指示メールは非常に高圧的、侮蔑的なトーンで、なんかお前やれみたいな感じでですね、命令されていたということで、だからギャバードさんは言うなりだったのではないかとか、トランプになんかもともと左寄りだったんですけど、突然トランプに傾倒しだしたので、その辺も、もしかするとこのグルの人の命令だったのかもしれないというような話が出てます。いやー、怖いですね。与党の閣僚が謎のカルト宗教にハマっていて、その指示でですね、悪いことをしていたかもしれないという非常に怖い話だなと思います。なんかどっかで聞いたような感じもしますけども、はい。ということでですね、カルト宗教とか反ユダヤ主義には気をつけましょう。はい。ということで、ちょっとアメリカから離れるんですが、直接関係ある話でちょっと世界の話題をいきます。LGBTQ 規制強化で一致。規制強化ってなんだよっていう、ちょっとロイターの見出しにも文句があるんですけど、アフリカ20カ国議員が法案推進へということで、非常に残念なニュースですね。ガーナで6日に開かれたアフリカ家族価値主管議員会議というですね、日本会議みたいなもんなのかなという感じなんですけれども、超国家的にこういうのが設けられているそうなんですが、アフリカ20カ国の議員らが、性的少数者の権利を制限する新たな法案を各国で推進する法案をお互いに確認した。会議はガーナ議会が性的少数者の促進を犯罪とする厳しい法案を可決した直後に開催されたと。参加者によると、アフリカでは近年 LGBTQ+ の人たちを対象とした規制強化の動きが広がっており、これは欧米の保守的な活動家の影響やトランプ米大統領の方針によって勢いを増していると、いうことでですね、こういうニュースを見出しだけ見ると、だからアフリカはね、同性愛に偏見があってみたいなことを言い出す人がいると思うんですけど、違います。はい。原因は欧米なんです。欧米の保守活動家からですとかですね、トランピアンの人たちから莫大な金が今アフリカの保守活動家の人たちに流れているらしく、その人たちが何をやってるかというと、反 LGBTQ+ の活動をしていると。
で、まあ、そんな奴らいるんかっていう、まあ、感じなんですけれども、はい、いますよね。はい、2022年にニュースありましたよね。JK ローリングは反同性愛、反トランスジェンダー、反中絶活動家のキャロライン・ファローに青きな愛を送るということで、まあ、この時ね、世界中がいろいろびっくりしたんですけれども、まあ、びっくりというか、ドン引きしたんですけど、JK ローリングという有名なイギリス人の人が、ですね、反同性愛、反トランスジェンダー、反中絶のカトリック活動家の右の写真のですね、キャロライン・ファローさんという人に対して、ビッグラブというですねポストを送ったということで、キャロライン・ファロー本人のコメントはもう削除されてないんですけれどもローリングは未だにこのポストをそのままにしてるんですよね。キャロライン・ファローは当然まあトランスジェンダーの権利などにも非常に反対している人、極右活動家の人なので、まあという感じなんですが、この人の、所属しているシティズンゴーっていう組織が非常にやばくて、シティズンゴーアフリカなんていう名前なんですね、正式名称が。で、シティズンゴアフリカはロシアのゲイプロパガンダ法を公然と支持し、ケニアでの、同性愛の非犯罪化に反対する運動を展開しているということで、なんとですね、アフリカで反同性愛の活動をしている連中だったんですよ。でまあこういう人たちってまあ見ればわかると思いますけど、欧米に居場所がないんですよね。だから自分たちの主張をやるとまあさすがにね、反トランスはともかくっていうのがそもそもおかしいんですけど、反同性愛まで言ってしまうとですね、まあ完全な極右活動家じゃないですか、向こうの基準だと。だからですね、ドン引きされて受け入れてもらえないので、アフリカで自分たちの主張を広めようと、まあロシアの運動などを参考にしながら暗躍していたという、ことですね。ローリングがこの人たちにお金を送っている証拠はありません。それははっきり言っておきますが、証拠はないです。証拠はないんですけど、なんでポストしたんでしょうね。よくわからないですね。非常に不思議だと思います。はい。ということで、規制強化で一致ってね、そこで一致しないでほしいですよね。だから2022年からどんどんひどくなってると思うんですよね。我が国は政権与党からずっとズブズブですってですね。はい。ゴブリンさん、コンカラスです。トゥルシー・ギャバードは反核のメッセージをイラン攻撃のために利用しよった。その人です。はい。間違いありません。ゴブリンさん、よく覚えてらっしゃいますね。そうなんですよ。反核みたいなことを言ったんですけども、それもね、イラン攻撃のために利用したというですね、まあちょっと悪どいことを言った人ですね。はい。そう、差別主義者のね、国際ネットワークですよね。いや、もう、ハリポタもう見たら、いや、結局、ハリーポッター関係のコンテンツそのものには罪はないって言いますけれども、JK ローリングに金流してるのやばいですよ。反トランス活動家ですからね、もはや。はい。そのことをちゃんと認識していただきたいと思います。なんか、ツイッターでちょっとしたヘイトを書いたとか、そんなレベルじゃないですから、いや、それでもダメなんだけど、もうそんな次元じゃなくて、こういう公然たるですね、極右勢力とつるんでる可能性があると言われてるセレブの一人なので、まあそういう人だということを認識した上でですね、ハリーポッターとかを語る必要があると思います。はい。まあ他にはアフリカといえばですね、AI が飲み込む水がアフリカ13億人の生活用水に匹敵するという国連大学の警告が出ました。国連大学の水環境健康研究所によりますと、人工知能 AI のエネルギー使用に伴う環境コスト、炭素排出量、水使用量、土地利用面積等は、アフリカのですね13億人分の基本的な年間生活水需要に匹敵するし、二酸化炭素排出量に至っては4億4000万トンに達するという。だからデータセンター作るのやめろという感じなんですけれども、はい。まあこういうね、環境破壊とかを公然と推進してるのも、まあ欧米の極右勢力であるわけですよね。はい。まあテク右翼の人たち、それこそピーター・ティールみたいな人たちも、まあ一派なわけですけど、はい。ただそのような動きに対して、ファイブアイズが異例の共同声明ということで、オーストラリア、米国、英国、ニュージーランド、カナダの情報機関では、政府や企業に壊滅的な新型サイバー攻撃を仕掛けうる強力な AI モデルの登場が数年先ではなく数ヶ月先だとする異例の共同声明を発表し、指導者に今すぐ、防御しないとやばいというですね、まあ先日アンスロピックですね、アンスロピックのですね、非常に強いサイバー攻撃のですね、リスクが追加されて日本に使用禁止になったっていうのは、まあ、記憶に新しいニュースだと思うんですけれども、まあ日本の
とかね、ミトスとかを使ってですね、アンスロピックがその気になれば、日本のそういうガサい機関システムとか、ガサいって言っちゃった北海道弁なんですけど、まあ雑なね、おそらくですね、大したコードが使われてないであろう機関システムとかね、その気になればハッキングできると思うんですよね。まあアメリカはもともとさ、だから日本のそういう情報とか多分筒抜けだから、やる動機がないといえばやる動機がないという感じなんですけれども、正直危険ですよね。だからアンスロピックレベルの技術があればですよ、他のだから敵対的な国家が敵対的な国家に対してサイバー攻撃を大規模に仕掛けることが、まあ、理論上できるっていうもう事態になってきてしまってるんで、もう AI 推進とかやめたらいいんじゃないかなと個人的には思います。はい。ハリー・ポッターの作品自体はですね、結構言われますね。なんだったっけな。そう、ダンブルドアさんっていうね、同性愛者のキャラクターがいるんですけれども、なんかアジアとかの書き方がすげえ微妙だったり、まあ、基本的に黒人のキャラクターがいなかったり、黒人はね、の方はですね、実写版とか、劇場版だとちゃんとローリングの監修の下で演じているので、全くいないというわけではないんですが、まあ、あんまりいなかったりとか、あと反ユダヤ主義的と言われる描写もあったりしますね。はい。お金もらってる証拠がなくてもビッグラブを送ってる証拠はありますからね。はい。そうですね。ビッグラブ消してないからね。はい。ガサイは良い言葉ですね。ということで、世界の状況はまあこんな感じでいつになったら平和になるのやらという話なんですけれども、最後にね、ガザ殺戮措置を純粋に願う遅延戦作家の、法人男性ということで、パレスチナ自治区ガザに先日ですね、ヨットでの支援物資投入を目指し、イスラエル軍に拿捕されたグローバルスムード船団に参加した日本人の男性がインタビューに答えました。船団の一隻の船長として操船技術を伝え、参加者400人超が拘束され、ガザにはたどり着けなかったが、民間人の殺戮がはびこる世界にはしたくないという純粋な思いを持っていたということで、この方知らなかったんですけど、ダイバーで環境活動家の竹本さんという方でインスタグラムを持ってらっしゃいました。はい。で、北海道のご出身だそうです。で、ヨットで気候変動の調査に取り組み、イタリア・シチリア島からですね、今回出発したんですけれども、まあ残念ながら拿捕されてしまったと、いうことなんですけれども、まあ日本にもこういう方はいますし、ですね、イスラエルに関してもですね、アメリカに関してもそうだけど、日本って国としてかなりの大きなね、彼らに加担し続けていることの責任があるわけですから、ですね、こういう人がですね、たった一人ではなく、大きな動きとしてですね、左派運動の、中に、ですね、潮流として流れてくれればいいなというふうに思います。はい。ですね。そうですね。まあ、ローリングは正直いろんな兆候はあって危ういとは言われてたんですよ。ただ、すごくまあ本人はリベラルなね、ことを言っている人だったし、まあ、実際ですね、児童虐待とか、給品児童だったかな、あとは孤児だったかな、そういったね、児童支援の分野ではかなりの巨額のですね、寄付とかをやってて、だから、あんまり悪く言う人はいなかったんですけど、まあ、トランスヘイトをやり始めるまでの話ですよね。はい。ということでですね、はい、世界の、状況と、アメリカのイラン戦争でございました。はい、ということでですね、もうすでに結構40分ぐらい経っちゃったんですけれども、はい、まあなかなかね、世界の平和が、出てこない状況だって、世界の平和がですね、実現しないような状況なんですが、じゃあ日本は何をやっているのかなというところで、はい、皆さんお待たせしました。逃げる高市と早苗トークンの話をしたいと思います。ちょっとね、今回、まあ、さすがに高市さんの答弁の状況を見ないと意味がわからない内容になると思うので、ちょっと2分ぐらいですね、2倍速でお見せするので、嫌な方はミュートしててください。では流します。
私の総理としての業務時間も残念ながら確保できなくなってきております。近日中に奈良の秘書の陳述書と、そして、いわゆる暗号資産に関する記述などどこにもない相手企業から送られてきた唯一の提案書、これを予算委員会の理事会に提出させてください。それをもって本件に関する詳細な問いへの答弁とさせていただきたいと考えますが、委員長のご了解をいただきとうございます。高市総理は質問には直接答えず、近日中に秘書の陳述書を国会に提出することで答弁に変えさせてほしいと異例の訴えです。LINE グループのメンバーになって間違いないですかって質問に何も答えてません。答えてください。今、総理の方から陳述書を持って、委員長の方に預けたいというようなことでありました。予算委員会の質問を圧殺するんですか、予算委員長。圧殺はしません。後藤議員は質問を続けますが、私の秘書がしっかりとした陳述書を作ります。それをもってなんとか答弁に変えさせていただけませんか。心からお願いをいたします。後藤君、結局ここに答えてないです。答弁拒否ですね。じゃあ木下公設第一秘書に参考人としてこの予算委員会に来てもらいましょう。暗号資産早苗トークンは金融庁に登録していない業者が販売し、これまでに被害相談が3件寄せられています。一国の総理大臣に最も近い公設第一秘書がグループ LINE などでやり取りをしているならば、それこそ危機管理上の問題だと言わなければならないんじゃないですか。いかがですか。NHK の中継も入ってますよね。こういったところでそういうイメージ操作はやめていただけませんか。暗号資産を発行する、しかもそれが早苗トークンという名前である取引がされる、これは私も知らない、秘書も知らないことでございました。午後、舞台が参議院に移ると質疑がさらにヒートアップします。いずれも政治への信頼や民主主義の根幹に関わる問題であります。看過できません。これは単なるスキャンダルではありません。あたかも犯罪であるかのようなイメージ操作をされているように感じますので、官邸の秘書官から3月2日にこのようなものが暗号資産として取引されているようだということを聞いて、私に関係があるものだと誤認される方が出てはいけないと考えて注意喚起をしたものでございます。総理、4分も何を総理勝手にやらやら喋ってるんですか。自分の責任じゃなくて全部秘書の責任なんですか。秘書に責任を押し付けるものではございません。しかも確保できなくなっています。ですから、私は衆議院でもお願い申し上げましたが、近日中に奈良の秘書の陳述書と、そして相手企業から送られてきた提案書、これを予算委員会の理事会に提出をしたいと思います。総理は自分で答弁されるつもりがないんですか。木下秘書の陳述書を出されるんだったら、木下秘書の LINE、そして SNS でのやり取り、そういう証拠を一緒に出してください。お願いします。本件が報道された時から、私は秘書に、何度も確認をいたしました。私どものところにそういった記録は残っておりません。野党側は高市総理の公設第一秘書の参考人招致を求めています。はい。以上なんですが、なんだこれはっていうことで、なんか感情あらわりとか書いてるんだけど、感情がどうとかの問題じゃないですよね。答弁する代わりに、木下剛さんの陳述書を出すから勘弁してくれよみたいなことを言い出したんですよ。何を言ってるんすかあなたはって。日本国首相でしょっていう。ちょっとびっくりなんですけどね。はい。あつきさん、石津さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。陳述書に変えたいとか、高市坂本委員長知恵つけてるやつらの出来レース。そうですね。高市さん本人のアイデアじゃないと思いますね。そしてイメージ操作ではありませんね。犯罪ですね。ほんとね、これ、なんかね、正直、TBS も結構、テレ朝か。すいません。恣意的な切り抜きなので、高市さんがなんかまともに頑張って答弁してるように見えるんですけど、だから杉尾さんがパワハラだとか何度かと言ってる人たちが中にいるんですけれども、全くそんなことはありません。それは解説します。まずですね、質問に答えず陳述書を出すという答弁はありえません。はい、立憲民主党幹部が、高市総理の国会答弁を批判、国会でやり取りする意味がないでしょうと。当然の批判だと思います。立憲民主党斉藤義孝国対委員長は、高市総理がこの日の国会答弁で秘書の陳述書を提出するなどと言ったことについてありえませんと批判しました。中傷動画問題について秘書の確認作業その都度委員会で答弁するのは無理がありますと言って、高市さんはね陳述書に出すみたいなこと言ったんですけど、そんなこと許したら我々が委員会とかでどんな質問通告をしても、はい、それは陳述書に書いてありますから陳述書をご覧くださいみたいな答弁で終わってしまって国会でやり取りする意味がありません。とんでもないことだと思います。ありえないことだと思いますと。当たり前ですよね。何のために国会議事録って存在すると思ってんですかね、高市さんは。だから絶対に、基本的にというか安倍晋三っていう人が現れるまでは絶対に嘘をついてはいけないんですよ。裁判所と一緒ですよ。嘘をついてはいけないし、すべて言ったことは記録されるから、私のね YouTube と違うんだから、ポンポン間違ったこと言ったからって訂正したりとかできないんですよ。基本的にダメなんですよ、そういうことをしたら。だからあんだけ時間をかけて官僚答弁と言われますけれども、予定以降を作ってですね、用意をがっつりして
答えるわけじゃないですか。一言も間違えないように。まあそれをね、高市さんはね、なんかアドリブでなんか台湾有事がどうたらこうたらとか言う人なので、まあ確かに安倍晋三と同じで、ね、国会を舐めてるわけですけども、まあもうこれはね、それ以前を許したら国会で喋ることさえできなくなるわけでしょ。冗談じゃないよっていう。だから記録も残せないですし、嘘ついても分かんないわけですよね、そんなことしたら。で、松尾明弘さんという方が、補足してるんですが、伝聞証拠禁止の原則というものがあります。供述が書面過去伝聞証拠で公判定に提示されるとなると、対立当事者などが反対尋問で誤りを正すことができません。これ裁判の話だと思うんですけどね。したがって伝聞証拠を証拠とすると事実認定に誤りを生じる可能性が類型的に高いことから証拠能力を否定して原則それを証拠とすることができないとするものですと、いうことでですね。だから裁判では絶対に許されないことですよね。だから国会ではこれ許されるとしたらですね、国会を舐めてるとしか言いようがないと思います。はい。ですね。最低でも参考人招致ですよね。本当は承認喚問なんですかね。アフリカの同性愛者弾圧を支持する一方で、イランやパレスチナの同性愛者弾圧を理由にトランプやイスラエルの攻撃を支持する人々っていう。いや、彼らの本当ね、ダブスタどうなってるんでしょうね。はい。少なくともイスラエルフォビアを理由にあれしないでほしいですね。はい。高市さんの答弁がむちゃくちゃすぎて、我が家のネット回線が調子悪くなり始めた。大丈夫でしょうか。はい。まず首相が答弁拒否するのがありえないっていう。そういえば安倍晋三もこういう時に対応できてなかったですよね。安倍昭恵が関わっていれば総理を辞任するっていう、ですね、高市さんもね、私の発言が捏造だったら、とか、この書面が捏造だったら総理を辞任するって言って辞任しないわけですからね。その時点で本当舐めてるんですけど、はい。だからね、国会答弁をそもそも自分の仕事だと思ってないし、職責だというふうに感じてないんでしょうね。はい。森掛さけらを追及する野党が悪者にされる流れに似てきたっていうね。本当ね、松尾さんとかだから、さっきのね、杉尾さんとか叩かれてるんだけど、とんでもない話ですよ。高市さんが悪いでしょ、どう考えても。そして高市首相、金曜夜から寝てない中傷動画めぐり答弁を拒否ということで、ですね、私は寝てないんだとか、首相としての業務時間を確保できていないんだみたいなことを言っているんですけど、いや、寝てないで許されるんだったら、私もあんまり最近、いや、すいませんね。ちゃんと体調整えなくてはならない意味で、あれなんですけれどもね、あんまり眠れてないのでね、こういう、休んでいいっすかいや、本当にさ、反対運動とかしてると休む暇ないんですよ。土日もデモ行って言ってるんだから、あなたねっていう。そういう状況に追い込んでるの誰だと思ってるんすかって。ほんと冗談じゃないですよ、まったく。ほんと高市の寝てないはだるいですね。寝てないんだったらね、なんか、我々市民を寝かせてから言ってください。はい。ですね。それで私が寝てないんだといえばですね、ですね、昔こういうことを言った人がいたわけですよ。2000年7月の話ですが、雪印乳業の大阪工場で製造された低脂肪乳による食中毒事件で2000年7月4日の記者会見の後、エレベーターに乗り込もうとした同社の石川哲郎さんという、このおじさんが、会見の延長を求めるマスコミに対して、私は寝てないんだと発言。これに対して記者がこっちだって寝てないんですよと言い返す場面がテレビで繰り返し放映されて、雪印批判に拍車がかかり、結局雪印乳業という会社は潰れました。はい。このロゴマーク見たことある人がいると思うんですけど、今は雪印メグミルクという会社になぜかなっております。もともと東京本社だったんだけど、なぜか今北海道本社になったっていうな、それで。北海道の人間でね、雪印事件のこと覚えてないやつ一人もいないと思いますよ。はい。この時ね、私ガキだったけど、みんな本当に激怒してましたからね、ふざけてんのかこいつはってね、何やったと、お前どれだけのことしたと思ってんだかみたいな、感じでですね、当時はマスコミがちゃんと機能していたので、こういう反社会的な企業に対してはですね、厳しい制裁が下っていたわけですけど、今やね、時代は遠くなりけりというような感じですね。はい。ですね。
地獄のミサを思い出すわ。毎日2時間しか寝てねえわ。っていや、そうや、無理みず無理。本当に無理な時は行って休みます。江戸川坊さん、コカラスです。ラズーさん、コカラスです。昔こういう風に言い返す記者いたのにね。いや、本当にね、記者さんのなんかセリフがね、今だったら考えられないっていうかね、こっちだったら寝てないんですよっていうね。いや、まあ、記者さんも寝てほしいけど、まあでも正直で私でも同じように言い返すと思う。高市さんが寝てないんですよって言ったら、いや、私だって寝てねえわってなるよ。事実だしっていう。だからね、やっぱりそういう関係じゃなくなったのがダメなんでしょうね。はい。ともにさん、コンカラスです。8個目ありがとうございます。木下市長とともにズームに参加していたという西田常大臣補佐官は国会に呼べないんでしょうか？どう思いますか？というですね。いや、なんか、本当ね、西田譲か、ごめんなさい。いや、譲さんとかもね、みんな国会に呼べばいいと思いますよ、私は。もう、だから、木下剛さんがどうしてもダメだっていうんだったら、他のね、西田さんでもいいし、まあ、4人ぐらい参加してたって、まあ、今噂されてるじゃないですか。ノーボーダー側のね、証言ではそれ、まあ、まだ確定情報ではないんですけど、まあ、噂されてるんですよ。だからそれこそ松井健本人でもいいし、証言してもらえばいいじゃないですか、好きなように。はい。このあたりはちょっちゅう企業不祥事が報道されてましたよね。本当に今の記者たちがいかにね、体制におもねってるかというのがわかると思います。で、先ほどね、先ほどの杉尾秀哉さんがまたなんかすごい叩かれてまして、リプをブロックされているので間違いを正してあげますが、参議院予算委員会で答弁に費やされた時間は質問者の時間にカウントされてない片道方式となってるんですよ。なので、杉尾議員の質疑時間を奪うとか杉尾秀哉さんは中市さんを責めてたけど、大嘘です。立憲民主党は息を吐くように嘘をついていますね。こちらで書かれている情報は誤りです。昨日の予算委員会は総理入りの集中審議というもので、集中審議は往復方式となり、答弁時間込みのカウントとなります。だから時間潰しで高市さんがベラベラああいう喋りをしてたわけですけども、質問時間があっという間になくなってしまったというわけです。だからあれやって4分間もね、何を言ってるんですかって杉尾さん切れてたわけですね。はい。で、この人で、昨日の集中審議は片道方式ではなかったようです。失礼しましたって書いてるんだけど、元のツイート消してないんですよね。で、こっち5000いいねとかされてるんですよ。ふざけてますよね、こいつ。訂正する気ないだろっていうですね。はい。まあ、ほんとね、右翼の人たちって言ったらちょっと10羽人からげにするのはあれだけど、でも、私がだから右とか左とか以前にこういう嘘を堂々とさ言う人に対してはさまともな議論できないじゃないですか。だから嘘つくのやめてくれっていう風に言ってるだけなのにさ、こうやって平然とですね嘘の情報を残したまんまですよ。形だけ訂正して立憲民主党は息を吐くように嘘をつく集団ですねみたいなのをそのまま残しちゃってるわけですよね。極めて悪質だと思います。わざとやってますよね。はい。コミュニティノートなんか一回ついたけど消えたっぽいですね。今ついてんのかな？一応確認してみますが、コミュニティノートもすぐ消えるんだよね。はい、消えてますね。はい。ほんと狡猾ですよね。嘘をつけたから OK だろれというですね、デマを発信しないと死ぬやつにだけは言われたくないで、息を吐くより嘘を作ってネトウヨがよく言う言い回しですよねって。いや、本来ね、そういうなんか右翼の人たちを批判するための言い回しだったと思うんですけど、なんか乗っ取られてますよね。なんか我々の方が嘘つきみたいに言われるんですけど、いや、基本的に新聞情報とかをソースにしてるんですが、嘘つきなんでしょうか。いや、まあ、マスメディアは全部嘘だっていう人たちにとってはそうなのかもしれないけどさ。はい、ということで、嘘をついてないことをですね、傍聴してくれてる方がいらっしゃるので、ちょっと動画を流します。後藤祐一さんの場合は、もう、全部その紙の方の通告でもう事細かく通告されてまして、これは配布されますんでね、普通はだから簡単な通告何々についてだけとかはよくあるんですけれども、もうむちゃくちゃ詳細な通告を出されてて、ああこういうこと一つ一つ詰めていってくれるんやったら助かるなというふうに思ってたんですけれども、まあ例えば、あれですね、LINE グループには木下剛氏、松井健氏、あとは A 氏ですかね、
講演会青年局の責任者ですか、メンバーなのかとか、ものすごい細かい話で、これを答えてくれたらああええわええわと思って聞いてたんですけど、なんと一切答えずに、一切答えないで、もうずっとだらだら答弁の長回しを高市総理はしまして、最終的にはなんと陳述書を出すので、これでもう答弁に変えさせてくれという話になりました。つまり秘書の陳述、この問題に対する陳述を委員会に提出するので、それを答弁として変えさせてくれと。はい、ということで、だから中道共産党さんの関係性を見てればわかると思うんですけど、だから辰巳幸太郎議員がですよ、中道さんの質問すごい細かくて助かるわみたいなこと言ってるんですよ。珍しいですよね、これ結構。だからそこまでちゃんとしているたにもかかわらず、まあこういうね、誹謗中傷を言われるっていうのはですね、本当に理不尽としか言いようがないと思います。はい。ということで、喧嘩の文脈で言うわせになったんだ。それは良くないですね。私使わんようにします。ありがとうございます。後から質問するから、中道の質問の返答を想定して質問することを考えないといけないということですね。そうなんですよね。だから、辰巳さんはね、そこまで考えてやっぱりコメントされてると思うんですよ。はい。だから、辰巳さんはね、本当に賢いから、そのことを想定して、やってたと思うんだけど、なぜと一切答えないということでね、参ったでしょうね、さすがに。で、その中道の後藤さんがですね、ただとんでもないことをちょっとつぶやいてたので、ちょっと短いですが流しますが、ここに挙げたいと思ったんです。しかもこれは金融庁から私直接いただいた資料ですよ。それを自民党が理事会で跳ねたわけです。で、そこには早苗トークンが本日発行されました。申し合わせの時間が迫っております。5分前ですよ。お求めながら質問をしてください。はい。これ前編18分あるので見たい方はですね、リンクから飛んでほしいんですけど、なんとですね、中道さんがリークしたのが金融庁の関係者らしいんですよね。で、金融庁の関係者が早苗トークンについて、こうやってね、パネルを出したいっていう風に言ってくれてるから、パネルを出そうとしたんだけど、自民党に止められたんですよっていうコメントした瞬間、委員長から、あと、まとめろみたいなこと言われて、質問時間があと5分間あるのに、まとめろみたいなこと言われ出したんですよ。なんだこれっていう。完全に分かっててやってますよね。はい。いやー、卑怯すぎる。で、卑怯すぎるし、やっぱり高市さん一人の判断ではなくて、委員長も含めてですね、全員自民党はグルなんじゃないかなと思います。はい。真鍋かおり、国会の時間使ってやるようなことじゃないんだよね。いや。この疑惑以外何を追及するんですかという感じで、確かに、今のね、石油危機とかに直接関係のある話ではないんですけれども、そもそもね、だからあれが不正選挙だった可能性が出てきてるわけですから、民主主義の危機なんですよね。はい。委員長が野党の質疑妨害とかどんだけですかっていうですね、本当あからさますぎますよね。木下市長が引用投稿したノーボーダーの投稿はこれですということで、森優子さんが晒してくれてるんですけど、投稿本部はノーボーダー側の提案を了承したというふうに説明しています。参加者を広げるためにインセンティブとしてトークンを活用できないか、暗号資産との説明は一切受けてないと主張していますが、苦しすぎるんではないでしょうかと。いうことでですね、ノーボーダー公式の方が、こういうものをですね、出していたっていうことが、証拠書面付きでですね、金融庁が、ちゃんと、証拠を保存してたわけですね。で、スクショは全て金融庁から提出されたものであり、チーム早苗が日本を変えるによる投稿2月25日、これ高市さんの応援チームの人たちですよね。日本列島を強く豊かに民間から力強いプロジェクトが立ち上がっており、コミュニティ提案により実現した早苗トークンという新たなインセンティブ設計も注目されていますというですね、この投稿を見た方はいるかと思うんですけれども、だから2月結構話題になってたんですよね。だから、そっか、高市さん公認でこういうね、暗号資産出すんだって、それ違法行為にならないのみたいな話は当時してされてたと思います。はい。
いや、ほんとね、安倍の時よりもひどいのではっていう。なお、このタイミングで溝口と角田さん。いや、委員長は他にもあるから、その他の問題も議論してるはずなのだというですね。いや、その問題、そうですね。もともとそうですね。早苗斗君の問題も当然議論してるわけなはずですよね。いや、真鍋さんもすっかり御用芸人になっちゃいましたね。で、これ、紙の爆弾っていう、別の週刊誌の記事なので、まだ、半信半疑の段階だと思うんですけど、早苗斗君の正体というですね、独自の記事を出しております。その一部、私が話を聞いた時点では、早苗斗君という言葉はまだなく、自民コインなどと呼ばれていました。党の応援動画を作ったり、拡散したユーザーにコインを報酬として自動付与するアプリを制作する計画。党が金を払って広告を打つのではなく、自民党を応援すればするほどコインが手に入る仕組みで、コインが換金できるようになれば無数の国民が自発的に工作員になってくれる。鉄壁のネット親衛隊を1円も出すことなく維持できる。そういう目論みがあったと。実際には世間に分かりにくいようより複雑な構造を予定していたとされる。ところがそこに安直な連中が参入し、計画内容をしっかり把握せずに、例えば溝口とかで、ホリエモンとか辺の人じゃないかと思うんですが、早苗斗君と名付けてしまい、党ではなく政治家個人を支持する露骨なものになってしまったのだというと。早苗斗君の正体として書かれていたのがこの記事です。1円も出すことのなくのこの計画は頓挫したということですが、金を払いまくってのネット親衛隊はずっと以前から働いているということだろう。なお結局はこれを上場したので購入者には利益が出る予定だった。これは有権者の買収ですのみならず、高市首相がその後否定されたため斗君は暴落、支払いすらされなかった。これは詐欺行為に当たりますと。で、他のですね、内容では、政府に不都合な SNS アカウントについて規約違反の通報を大量送信することで AI を誤認させアカウントを凍結させたり、他人のタイムラインから排除するシャドーバン、が、工作業者に、発注されているという噂もあるというようなことも書いてます。いかに自民党が世論操作に不信しているかわかる。これが事実だとしたらですけど、ずっと噂されていることではあるわけですよね。こんな操作がまかり通るのも一つにはマスメディアが機能していないからで、正確な情報を伝える義務のあるテレビや新聞がなかなか報道しないので、真偽の曖昧な風評ばかり広がり、国民を洗脳していると、いうことでですね。本当ね、マスメディアの責任重いと思います。だからネットでそういう適当な情報がもし流れてしまったとしても、即座にファクトチェックして否定すればいい話なんで、その作業をしてないわけですよね。はい。ひどすぎるネット親衛隊確信犯じゃないですか。陰謀系なんだ。なるほど。確かにね、紙の爆弾ってこれかなり、ですね、ブブカとかそっち系の週刊誌だと思うので、結構持って書いてるというか、証拠のある話ではないと思います。はい。それは割り引いて聞くべきですね。ということで、自民コインという名の選挙買収ではないかっていう、これは頓挫したということだし、実際陰謀説のレベルなのかもしれないですけど、ずっとネットサポーターはね、のことは噂されてはいるわけですよね。なるほど。そうですね。参政党のランク付けシステムみたいだろう、連想させますよね。ケイトさん、ここからです。早苗斗君は自民コインだったという噂がある。要するに高市は自民党を応援すれば報酬をもらえるというシステム。あくまで、こういうのが計画されていたという噂の話ですけどね。ネットユーがお金もらえる工作員になれるということ、そして権力に込みながらビジネスやりたい人も乗っかれる。これは一大事件ではないのだろうかと。ただここまで言わなくても、そもそも早苗斗君の時点でですね、ありとあらゆる法律に引っかかっているので、とりあえず早苗斗君を追及すべきだと思いますよね。総理大臣の名前がついた暗号資産を無許可で販売した資金決済法違反であり、15億円の被害もすでに出ている前代未聞の大事件です。高市早苗さん公認の講演会が拡散したということも暗号資産の信用に影響した可能性があります。だからさっきのね、チーム早苗が拡散したのは事実ですからね。自分の名前を勝手に使われ被害が出ているというなら、高市総理大臣のすべきことは今の逃げ回るようなやり方ではなくて、それこそ文春とかね、いろんな人たちを訴えるべきですよね。暗号資産を金融商品扱いにすることや SNS 規制法案が国会で議題になっています。自らの名前が関わる疑惑を説明しないまま暗号資産の法改正や SNS 規制法案を通す資格があるというのでしょうかと。はい。全くないと思います。ということでですね、今文春よりもね注目されている週刊現代さんなんですけど、
まあそもそも週刊現代さんの批判としては、文春は松井に引っ掛けられて早苗トークンの本質が見えなくなっているのではないかというようなことを言ってるわけです。文春の情報はおそらく最初は松井さんからいただいているものをそのまま流してたんですよ。ただ週刊現代はずっと松井健さん自体に批判的な視点で独自の情報からですね、実際信憑性がどれだけあるのかわかんないですけど、さっきの紙の爆弾よりは数段上の媒体だと思うので、ですね、その辺を踏まえて見ていけばいいと思うんですが、YouTube チャンネルリアルバリューで溝口裕二さんという人がすげえトークン出すらしいじゃんなどという、高市総理が代表を務める選挙区名支部のメンバーが運用する X アカウントチーム早苗が早苗トークを宣伝。高市総理が早苗川野義信さん、現代に書いてる人ですね。この人が早苗トークンに関する調査報道を次々と出す。高市事務所が川野さんの取材に松井さんとの接触を認める。これ書面でですね、木下剛さんは俺は会いましたっていうふうにこの時認めてるわけですよ。だから国会で答弁を修正する羽目に陥ったわけですよね。で、松井氏が川野さんの追及に焦り、週刊文春で高市事務所に早苗トークンは暗号資産だと伝えていたと、告発者の立場になったわけですね。おそらく自分を守るために抽象動画話をですねばらまいて、文春さんって私もはめられたんですみたいなことを松井健は主張したわけですけど、いやそもそもお前が仕掛けた話だろという、話ですよね。で、週刊文春がスクープ第2弾として松井健氏が高市事務所の指示のもと、総裁選や衆院選で他候補を中傷している動画を作っていたと報じる。誹謗中傷動画が国会で紛糾するが、私も秘書も面識もないと松井との関係を完全否定してしまったので、今に至ってるわけですね。で、週刊現代において松井氏との接点を認める回答書を送っていたので、高市さんは答弁を修正しなきゃいけなくなったと。要するに一連の騒動の本丸は誹謗中傷動画ではありませんと、早苗トークンですと。誰よりもこの件を取材してきた、うちの川野さんの見立ては、松井氏が実際にどれだけ動画作戦をやっていたのか不明だが、中傷動画を作ってあげたと高市事務所にアピールして食い込むことで目的だった早苗トークンにつなげたのではないか。松井氏は自身の急所となる早苗トークンから誹謗中傷動画や世間の注目をそらそうとし、文春へのリークなどを行ったのではないかということですね。はい。確かにすごい筋書き的には説得力がある。ただ週刊現代と週刊文春なのでどちらもだからさっきの紙の爆弾とかに比べたらね相当信頼性のある媒体だとは思うんですけれども、他の大手新聞社がちゃんと裏取りしてくれないので、どこからどこまでが真実なのかは今のところは分かりませんが、川野さんによると、ビーナス社やカムナガラの話も私は取材してきました。高市事務所の金権体質的問題を表す問題は多数あります。こうしたことを本格的に追及せずに松井証言という筋の良くないもの一辺倒に盛り上がってしまった野党はどうなのでしょうか。松井氏の早苗トークンの事前販売という明らかに金融行政上大問題の振る舞いを無視し、中傷動画の告発者という側面だけで取り上げてきたメディアは非常に違和感がありますと、いうことでですね、中傷動画も中傷動画で民主主義を根幹から揺るがす問題なので、川野さんはあんまり重視されてないんですけど、大問題だと思います。しかし露骨に犯罪要件に引っかかりそうなのは、どっちかというと早苗トークン問題ですよね。中傷動画に関しては、松井が勝手にですねやったことだっていうふうに、おそらく高市さん側は片付けたいだろうし、実際そういう面が否めないと思うんですけど、どれぐらいバズったのかも分かんないし、たくさん作ったよと自称してるに過ぎないわけですけど、早苗トークンに関しては15億円の損害が出てるのでどう考えても犯罪だし、松井を逮捕できないんだったら、それこそね木下さんとか高市さんにも連帯責任が来るんじゃないですかっていう話ですよね。はい。ということでですね、地下闘技場主催者だから溝口裕二さんは本当どこまで分かってて言ってんのって話ですよね。だから彼松井さんをかばってるじゃないですか、間接的に。だからね、彼もやっぱ嘘ついてる可能性ありますよね。公的機関や民間による大規模調査がおろそかになっています。お金がかかるからなのか、面倒なのからなのか、自身の罪が暴かれるからなのか、いや全部なんでしょうけれども、そもそも金融庁がね調査に乗り出さないのがおかしいんですよ。これだけ証拠を揃えていて、実際自分のとこにもたくさんあるわけですよね。チーム早苗の話とかノーボーダーの話とか、だから調査する気あったわけじゃないですか。3月ぐらいには、金融庁がね溝口松井周辺を調査するっていう報道が出てたわけですよ。しかしその後パッタ
ったりと捉えて、抽象動画の話に行っちゃったわけじゃないですか。だからね、中道さんの気持ちはわかるんですけれども、川野さんの言う通りじゃないかと思います。松井のね、策略ですよね。はい。そう。まあそうですね。いつもだから、その赤田さんとか、まあ文春さんを頼ってたがゆえに、まあですね、別の方向から批判が来ると、それにね、うまく対処できなかったと。まあただ、川野さんは、その辰巳幸太郎さんとか、さっきのね、後藤さんとか、秀也さんは、杉尾秀也さんは、私の記事をちゃんと読んで批判してくれたっていうことで評価をされてます。はい。そして小泉進次郎のステマの時は随分厳しい意見を言っていた国民民主党の新馬幹事長、ところが高市早苗の件になると一気にトーンダウンして他の野党を攻め始めました。これは僕たち国民民主党を疑ってくださいよと言っているようなものではないでしょうか。玉木雄一郎さんは松井健さんのお友達でした。今も総理大臣の問題の、動画の問題がジャックしているいくつかの要項はここぞとばかりに政局化しているが、やっと見つけたスキャンダルを追及している。そこに国民生活に寄り添った思いやりはないと、なんかすごい、全力で高市さんを擁護しているんですけど、まあそりゃそうですよね。だって松井健さんのこと現れたら一番野党で最大の容疑者玉木雄一郎さんっていう人なんでまあ玉木さんはね、玉木さんじゃない、松井さんは20人ぐらいの政治家と関係を持ったっていうような、ことも言っているし、まあ彼は数字を持ってるかもしれないんですけど、まあ一番ね、ネット動画でバズってたのも玉木雄一郎さんだし、玉木トークンみたいなのを構想されてたのも玉木雄一郎さんだし、まあ何か知ってますよね、きっとっていう。はい。なのでですね、まあ関係者全員を承認喚問すればいいんじゃないかなと思います。早苗トークンを金融庁にまともに操作しないのは忖度としか考えられませんって。いや、ほんとそう見えますよね。うん。石破を説得できたのすごいね。これは恥ずかしいですよね。だからその小泉さんもまあステマに手を出していたわけですけど、まあ多分小泉さんは松井と関係はしてないので、まあ今回の関してはまあ私大嫌いですけど、クリーンなんじゃないかという気はしますよね。故に、小泉のステマ疑惑の時は激しく新馬さんは結構小泉はね、首相になる資格はないんじゃないかみたいなことを追求したわけですよ。もちろん高市さん支持だからっていうのもあったと思いますけど、まあそれ以外の理由もあったんじゃないですかっていう感じですよね。はい。ということで、まあただですね、そんな高市さん、まあ疑惑の渦中にありですね、心身穏やかでないのではないかというような話なんですけど、はい、国会で何をやっているのかという話をちょっと見ていただきたいと思います。ちょっと1分ぐらいなんですが、強烈な内容なので嫌な方はミュートしててください。江島清君。ありがとうございました。ようやく日本もこの普通の国としての道を一歩ずつ歩んでるなという気がしております。この海外ご出張中はですね、おそらく今回はフランスの G7 だったんで、フランス料理が多かったんじゃないかと思いますけども、私なんかが海外出張行くとですね、大体3日目ぐらいにはもう醤油の味とかわさびの香りが恋しくなってしまいまして、帰国するともうすぐに蕎麦屋とか寿司屋に飛び込んで、もう和食を食べる方でありまして、特に焼き魚なんかを食べますとですね、日本人でよかったなともつくづく思うようなそういう人間なんですけども、総理はですね、奈良県という海のない県でいらっしゃるので、それほどその海との関係というのはもしかしたらあるのかないか分かりませんが、小学校のぐらいまで遡っていただいてですね、お魚を煮たり焼いたり、あるいは3枚におろしたりというそういうご経験、調理をされたご経験というのはございますでしょうか。高市早苗内閣総理大臣。確かに梅なし県ですが、魚料理は好きです。で、料理に関して言いますと、魚を3枚におろすことはできません。しかし焼くことはできます。ですからサバの塩焼きですとか、それからホッケの開いたやつ、それから鮭の切り身を焼くのはできます。江島清君。はい。自民党江島清さんの質問、フランス料理ばかりで飽きたんじゃないでしょうか。醤油が恋しくなる奈良県は海がありませんが、小学生にまで遡って魚を煮る焼くさばいたことはありますか。魚はさばけませんというですね。何聞いてんの、国会の質問時間で1分以上も使って自民党の私はだから全員によるグルだろっていう風に思ってるのはここが原因なんですけど、だからこういうね時間潰しの適当質問をするんですけど、ただしかもねこれ差別なんですよ。
初手で、ここ、さっきの動画には出てないんですけれども、スリムで痩せしろのない体型でございますね、みたいなことを高市さんに向かって、この江島って人言ってるんですよね。だから差別だろ、それはっていう。だから高市さんも相変わらずなんかニコニコ答弁しちゃってるんですけど、こういうですね、非常にしかもだから、その文脈で魚をさばくうんぬんかんぬん言ってるから、これもやっぱりジェンダー差別のね、趣というかニュアンスがあるわけですよね。だからそういうことをさ、一国の首相に自民党の人が言ってて、なんで支持者の人たちは怒らないんですかね。私は理解できないですね。村上さん、木戸理央さん、やっぱつ令和さん、コッカラスです。村上さん、絵本素晴らしかったです。ありがとうございます。読みました。ということで、現代の記事でネット応用盛り上がってますが、どっち側にしろく言うかより高い位置の方がやばい。そうですよ、やばいですよ。川野さんってね、表立っては、だから中道の追求の仕方がよろしくないんじゃないかみたいなこと言うんですよ。だから、右翼の人たちもくすぐられてる人が、見受けられるんですけど、はっきり言って川野さんの追求の方がやばいですからね。早苗トークのことやったら下手したらもう議員辞職しなきゃいけないですよ、高市さん。はい、よりねやばい疑惑なので、はい。あとそしてね、玉木さんとそうですね、松井健さんは前原誠司さんの落選運動をやってたという話がN 国あたりから流れてますね。はい。本当疑惑のね、総合商社ですよね、彼もね。はい。いや、本当何の話してんだ、これっていう感じですよね。怖いですよ。いや、本当地元の後援会から支持者からめたくそに怒られるべき案件だと思うんですけど、どうなってんでしょうかね。本当国会でやることじゃないし、ね、ふざけてるんじゃないかという、何なんだ、この国はっていう。はい、これも議事録に残るんですよね。ほんとね、自民党はね、お遊戯会をやってるのかって、いや、お遊戯会の方がいいのかな。こんなの議事録に残ってずっと決断できてるのにすごいっていう、しょうもない上理性差別。AI 生成動画なんじゃないかって、本物の動画です、残念ながら。はい。ですね。板前とかの職人は男ばっかりのくせに家庭では女に両方知りさせる国ヘルジャパンというですね、自民党が性差別上等の政党だからこんなやり取りしてるのに支持者の人たちは野党が時間を無駄にしたとか言っているというですね。はい。写真は参院予算委員会で自民党の江島さんから魚の3枚おろしはできるかと問われ挙手する高市早苗首相ということで、もうなんか毎日新聞さんはすごいいい仕事してるんですけど、最近写真もですね、もうオーウェルですね。はい。こういうね風刺写真はねバンバンやっていくべきじゃないかと思います。加藤博子さんにはね、ぜひともね、高市総理がやってるのはごっこ遊びだと言っていただきたいところですね。はい。ただですね、本当こういうことしてるともう自民党半ばもう崩壊してんじゃないかっていうような話を最後にやっていきたいと思うんですが、高市首相と秘書が刑事告発されました。これは早苗トークンの話ではございません。パー券売上の虚偽記載の話です。裏帳簿状債が検察に提供されたそうです。政治資金規正法の不記載、虚偽記載で高市首相と会計責任者木下剛の2人が奈良地検に刑事告発されたことが22日分かりました。加えてこの付け替え作業により違法に寄付控除を受けた可能性が高いとして脱税及び法助の所得税法違反の疑いがあると検察に状況が提供された。告発したのは、神谷博さんですと、いうことでですね、詳しい寄付とか脱税逃れの内容についてはですね、こちらの記事を読んでいただきたいんですけど、これ以前赤旗さんでも報じられてた話の続きなんですよ。こちらがですね、今年の3月の20日の記事でして、新聞赤旗3月20日、首相側の寄付控除金不正問題、ジャーナリストら刑事告発ということで、所得税の一部が軽減還付される寄付金控除の書類を不正に発行したとして、3月19日にジャーナリストと8人らが政治団体新時代政策研究会という、高市の、ですね、政治団体と会計責任者の木下剛を脱税法上疑惑で東京地検の特捜部にも刑事告発していると、いうことでですね、今回は、東京地検ではなく奈良、検察の方に刑事告発が、なされたというところでございますね。はい。なのでですね、二重に告発されているわけですけれども、同様にですね、ですね、
政治資金パーティーの購入者に対して脱税をですね、幇助していたのではないかという疑惑がかかっているわけです。だからですね、もう、高市さん、金回りでどれだけの疑惑があるんだよっていう、話なんですが、例の、カムナガラの話とかも何も解決してないわけですし、もう本当疑惑だらけなので、もうやめさせるしかなくなってくるんじゃないかなという気はします。もういくら支持率がありそうが関係ないでしょう。もちろんね、これが受領されるかどうかはわからないんですけれども、検察側とね、ですね、他の金融庁とかもね、さすがにもう見逃しておけなくなるような、感じになってくんじゃないかと思いますが、もっと世論を盛り上げてですね、あんまり検察を応援したくないですけど、こういう捜査を進めてくれと、言ってった方がいいかなと思います。いや、本当ね、なんかディストピア映画のワンシーンですよね。ですね。泳ぎ会で切腹の演技をやらされました。それもひどいな。国会答弁ごっこ。はい。そして他にですね、もう自民党のガバナンスが崩壊してんじゃないかという話なんですが、首相が NATO の出席を見送りしました。2年連続です。7月7日8日にトルコで開かれる NATO の首脳会議への出席を見送る方向で調整に入りました。当初はトランプ大統領らが参加すると見られることから出席を模索していたが、国会日程を考慮し、首相の欠席が2年連続となるということで、茂木さんが行くらしいんですけど、これはね、左派の人たちも、なんか行かない方がいい、NATO なんか行かなくていいんだっていう人も中にはいるんですけれども、そもそもだから高市さんがもう行ける状態じゃないんじゃないかと。この前のね、G7 で一人で椅子をくるくるしてた、のがバズったりもしていましたけれども、ほとんど相手にされてないわけじゃないですか。で、この前スターマーも辞任することになりましたけれども、彼と同様にですね、もう国内の基盤がもうおろそかになってて、党内からもですね、やっぱり外交手腕とかを、疑問視されているので、茂木さんが代わりに行った方がいいんじゃねえかみたいな話になったのではないかと。憶測ですけどね。はい。でも高市さんがわざわざですね、それこそね、自分が逃げたがってる国会に出るために NATO に出席するのを見送るっていうのはおかしな話なので、何なんだろうなと思いますね。ウクライナを支援したくないのかもしれないですけど。はい。ドラさん、コンカラスです。これなんか野党のせいにしてるのいないって、いますね。はい。だからね、高市さんの足を引っ張るからだみたいなことを言い出してるんですけども、どうしようもないですね。自分で選んで言ってるじゃんっていう。はい。そして国会が907秒ストップ。小野田公大臣がキョロキョロ7人に囲まれる異様な光景、 GSC 構想をめぐり大荒れということで、この人も国会答弁をしてたんですけど、19日の衆議院内閣委員会において中道改革連合の長妻議員による質疑が行われ、グローバルスタートアップキャンパス構想をめぐって審議が大きく紛糾する一幕がありました。小野田公担当大臣の答弁が定まらず、委員会室にヤジも飛んで速記が何度も停止し、合計17分以上にわたり審議がストップする異様な展開となった。政府の産業政策におけるなんかまた箱物行政じゃないですかみたいな感じの批判をですね、長妻さんがされたんですよ。それは真っ当な批判ではないかという感じなんですけど、小野田さんでもそんなことないですよって普通に答えればいいのに、なぜか小野田議員は視線をさまよわせ、長妻議員が通告していると言ったにもかかわらず、委員長の指示で速記が止められ15秒間中断。再開後、小野田議員は文部科学省の調査として1億5000万円をファシリティワークスに続く、調査として PWC に3億円の委託契約を結んだことを認めて、さらにですね、面積も膨らんでるけどどうなんだ、箱物行政じゃないかみたいなことを言ったら、またですね、どうしたらいいんだみたいな感じで具体的な数字も答えられず、なんかね、もごもごになってしまったという、話が出ているんですけれども、そもそもね、なんか小野田さんまた遅刻してきたらしくて、答弁の内容を覚えてなかったんじゃないかとか、寝ててね、忘れてたんじゃないかとか、そういう話も出てるんですけど、もうなんかどうしようもないですね。はい。まともに答弁できないんだったら、大臣お辞めになった方がいいんじゃないかなと思います。別に普通の質問なので、はい。イギリスはどうなるんでしょうね。いや、さあ勝ってほしいけどね。でもこのまま行くとリフォーム UK の極右政党になっちゃうんだよな。それもそれで嫌ですよね。スターマーも大概だったのであれなんですけどね。高支持率などにレイムダック状態。いや、本当にね、こんな高支持率でレイムダック状態なのすごいですよね。謎の政党になってるんですけど、自民党。
英語も通じない衰退国の首相など相手にされるわけがないというですね、まあ G7 の方々からはまあ見切られてる感じですよね。自民党支持者さん的にはこれも質問した長妻さんが悪いっていう論理になるんだろうか。いや、さすがに苦しいんじゃないですかね。これ誰も努力の人話題にしてなかった気がするんですけど。はい。ということで、与党ペースで審議を重ねる衆院憲法審、まあ、この前ね、国民投票法案というですね、とんでもね法案がですね、通ってしまったということで、いよいよ会見されるのではないかというふうに心配をされている方が多いです。私も心配してますが、参院では停滞しています。はい、今国会の議論はこれまで以上に活発化した緊急事態条項は大事だが、9条の議論も活性化するように言っていただきたいという、藤田文武さんという人はなんか勢いよくそういうことを言っているらしいんですけど、まあ実際にどうなっているかというとこんな感じだと、4月に、参院では合区解消について2回議論しました。5月に合区解消について1回議論しました。6月に緊急事態条項について2回議論しました。はい、終わりっていうですねこれどう考えても7月末には間に合わないでしょうだからまあ参議院議員のね、人たちはまあ当然ね、自民党もやる気があんまりないし、他の野党たちが止めてくれているので、まあこんな感じになってるんだと思いますが、まあ父としてですね、議論は進んでいないということで、まあさすがにね、この上期で、なんか会見発議みたいなことをするのは無理なんじゃないかなと思います。まあ衆議院議員はね、自民党とか参政党しかいないので、こんな感じでガンガン進んではいるわけですけれども、いくらまあ衆院でね、発議みたいなことを言っても、まあ参議院自民党はただでさえね、高市さんもはやあんまり支持してないということも噂されているので、もうバラバラの状態なんじゃないですかっていうね、いくらやる気ないと言ってもね、こんなに進まないってことあるっていう感じですよね。はい。まあ会見されないのはね、めでたいことなので、護憲派の参議院の皆さんを応援したいと思います。高市小泉もあれだけど、そう坂本委員長も本当ひどいですね。だから結局委員長の取り回しがひどいし、自民党の人たちをかばってばかりいるから小野田みたいな感じになるんじゃないですかね。はい。ですね。長妻はハラッサーだって言ってた？そうなんだ。小野田さん用語で。すごいですね。まあ確かに杉尾さんとか長妻さん厳しいけど、あれでハラッサー言ってたらなんかみんなハラッサーになっちゃわないですか。っていうか、国会だからしょうがないでしょ。だし、小野田さんも同じようなことやってますよね。このどんな政権にある緊急事態条項だの国家情報局などいじくり回されるの反対もう耐え難いですよね。もう本当、さっさと瓦解してほしいですけど、そして自民党裏金議員、大野元参議院議員らに有罪判決が下りました。政治資金規正法違反に問われた元参議院議員、大野康政被告は、罰金60万円の判決を受けました。有罪判決ですが、桁が2つぐらい足りなくないですかね。60万円安っまあちょっと冗談みたいなね、安い金額なんですけど、上脇宏というさんというですね、刑事告発していた教授さんによりますと、判決までが長く世間の監視は薄れてしまった。無罪を主張し続けた議員側の判決はただ非常に重要である。言い渡される判決次第で不記載が指摘された他の議員や事件に対する世間の見方にも影響が出るのではないかということで、ただ毎日新聞は、まあなぜね、ここまで罰金が安くなっているのかというですね、話を、ちょっとしてくれてるんですけれども、要はですね、他の議員の判決との兼ね合いだということで、まあちょっとここ有料部分なんですが見せちゃうんですが、安倍派の会計責任者とかにまあ有罪が出てるのはまあ皆さん知っての通りです。で、大野が5100万円やらかしていて、まあ求刑は罰金150万円で結果は60万円でした。で、谷川さんが罰金100万円、二階さんが罰金100万円、岸田派の会計責任者が罰金100万円だったので、まあ、60万円だから大野安いんですけれども、まあ、池田さんが逮捕されてるからね、本来だったらね、逮捕されてもいいはず、ラインのはずなんですけど、ただこれらの、今までのね、裁判の積み重ねから考えると、やっぱり150万円ぐらいがですね、
ベストプラクティスということになってしまうというですね、あまりに安すぎるんですけれども、そもそも谷川さんが、100万円で許されてしまってるので、大野さんにだけですね、1000万円とか貸すわけにいかないという裁判所側の理屈らしいですね。しかも、萩生田光一さんに至っては、ですね、罰金30万円の略式命令が下っただけで、他に何の罪も受けていないというですねいや、ほんと甘すぎますね。結局ね、すべて、甘い判断を下し続けているので、こういうことになってるのかなと思います。裏金は3000万円まではセーフ。はい、そうですね。立件ライン3000万円以上っていうね毎日はそのまま書いちゃってますけれども、そもそも3000万円以下の人たち立件されてないですからね。はい。なんで公民権停止にならねえんだよっていう。参議院自民党の西田昌司が維新の、あれごめんなさい。維新のすいません。副首都構想とか議員定数削減、身を切る改革を自分のつべ動画で否定しまくってる。あ、そうなんだ。西田さんはな、陰謀論者だけど、なんかたまにまともなこと言うんだよな。トゥルシー・ギャバードポジションですよね、それこそ。ですね。統一教会信者説はデマの気がしない高市さん。たまになんか高市さんがなんか在日外国人だみたいなね、差別デマをまき散らしてる右翼の人たちがいるんで気をつけてくださいね。本当にやばいので、当たり前ですけど。いや、ほんと裏金やったもん勝ちですよね。秋山さん、コンカラスです。5万5千に到達。みんなパレスチナ支援に協力してください。はい。ということでですね、キャミさん、本当に、ご体調に気をつけて、本当無理しないでください。ありがとうございます。来ていただいて。わけわからんな。検察や裁判所も何のために存在しているのか。裏金選挙で野田を調子乗らせた結果に倍返しということでですね。いやー、本当にね、ただ、最後にですね、ちょっと希望のあるニュースを見て終わりにしたいと思うんですが、旧統一教会の解散命令が確定しました。おめでとうございます。パチパチパチ。おめでとうと言っていいのかな。なんかね、隠れ移動団体にですね、すでに金を移してるとかなんとか噂はされているんですけれども、教団の特別抗告も棄却され、正式に解散がですね、決定指示されたということです。なので、統一教会と名を、冠した世界、なんたら統一平和連合みたいなのは、なくなるということですね。民法上の不法行為を理由に宗教法人に解散を命じた司法判断が最高裁で確定したのは初めてのことであると。安倍晋三元首相銃撃事件を機に文部科学省が請求した裁判は2年8ヶ月を経て終結し、3月の高裁決定ですでに命令の効力が生じており、引き続き教団の清算手続きは進めると考えてられているということで、いや、統一教会はさ、本当被害者に対して賠償してくださいよ、あなたたちはっていう。なんか逃げ回ってるみたいですけどもね。でも韓国ではね、あのように、教祖も捕まったわけで、時間の問題だと思いたいとこですけども、地下化してね、結局別の団体に移ったりするのもね、厄介だなとは思います。はい。なので、引き続き監視する、必要はあるとは思いますが、とりあえずですね、統一教会というのがなくなるっていうのは、めでたいことだとは思います。近日中にパレスチナのための募金箱を再開されるそうです。余力のある方はご協力くださいということでありがとうございます。そうですね。今の状況だと、パレスチナの人たちのね、個人寄付に関しては、自分たちでもはやね、今、経済状況がこうなので、お金を稼ぐ方法はなくなっているとは思います。はい。ね、ということで、皆さん、ですね、悪い教団とかにお金を流さないようにしましょう。はい、ということで、高市さんのとか、早苗トークンの話でございました。はい、ちょっとお水飲ませてください。
はい、お待たせしました。ということでですね、はい、ただですね、冒頭でもお話しした通り、本日は沖縄慰霊の日でございましたので、ちょっと沖縄慰霊の日の関連ニュースをお話ししたいと思います。はい、沖縄全戦没者追悼式、高市早苗首相が挨拶に来ました。はい、私ね、挨拶に来ないでくださいの署名してたんですけれども、残念ながらですね、来てしまいました。そして一応当たり障りのないような内容ではあったんですけど、なんだろう、この地で命を落とされた方々の尊い犠牲と沖縄の歩んだ筆舌に尽くしがたい苦難の歴史の上に築かれたものです。なんかこの言い回しはどうなんだという感じはあるんですが、その露骨になんかね、右翼的な内容かというと、そこまででもなかったです。ただ、令和元年10月に消失してしまった首里城は沖縄の皆様のみならず我が国の誇りです。我が国の誇り？そして復元に向けた取り組みを進めた結果、今年の11月に正殿復元完成式が挙行されます。首里城は沖縄の天皇家何度も消失の浮き目を見てきましたという、よりによってですね、沖縄で首里城に言及して、首里城正殿がですね、復元完成式があるんですよ、皆さんってよかったじゃないですかみたいなこと言ってんですよね。これはダメじゃないですか。ヤマトンチュが言うことじゃない。私でも言わないわ。言わないので、ということでですね、しかも、6月5日の、ですね、琉球新報さんの社説によりますと、首里城の11月完成は確かに当時から言われていたんですけれども、11月22日にですね、公開すると。ただですね、これに関して、再建工事に関してですね、いろいろ、国とかが進めていたわけですけれども、再建工事の主体、完成式典の主催はともに国ではありますが、式典の日程が発表されたとき、県には事前に知らされなかったということで、なんと玉木さんこれ知らなかったんですよ。11月22日だと。だから6月の頭にですね、発表があって、初めて、いわゆる新聞報道で知ったというような、類の話ですよね。だから、確かに再建工事の主体は国だったんだけれども、式典の日程を、玉木さんに伝えてなくて、玉木さんは間接的に、これを知ることになったと。これ完全にこれバカにしてますよね。バカにしてるっていうか、これ自体がもう植民地仕草だと思います。はい。だから、首里城の、ね、歴史を考えれば、高市さんみたいな特に立場の人が、なんか、あんまりね、めでたいみたいなこと言うべきじゃないという感じもするんですけれども、よりにもよって玉木さんに知らせないでこういうことをやってしまっていたということでですね、沖縄の人たちはかなりこれで怒っていたみたいです。はい。去年の石破とここまで変わるだろうか。尊い犠牲という言い回しも好きですよねっていう、この言い回しを禁止してほしい。我が国の誇りって言ったんですか、うげーっていうですね。そうなんですよね。尊い犠牲みたいなのはどうせ言うだろうなという感じではありますけれども、首里城が我が国の誇りって、いやちょっとあなたっていう。それを言わないにですね、構わずという話、関係なくという話ではあったんですけど、はい、当時のライブ映像はこのような感じでした。見た方多いと思いますんで、1分ぐらいしか流しませんが、はい。球場を守れ！球場を守れ！24万人に謝ってこい！令和8年沖縄全戦没者追悼式が執り行われるにあたり、沖縄戦において戦火に遭われ亡くなられた御霊、戦場に倒れられた御霊に謹んで哀悼の誠を捧げます。先の大戦においては、ここ沖縄の地は凄惨な地上戦の場となりました。罪もない民間人や県内外出身の兵士の方々など20万人以上もの尊い命が失われ、沖縄の美しい自然、豊かな文化は容赦なく
破壊されました。平和の礎には今年新たに95名のお名前が刻印されました。多くの夢や希望を抱きながらも、国を家族を守ろうと戦って倒れた若者たち、我が子の無事を願いながら生き絶えたお父様お母様、すべての戦没者の皆様の無念と、残されたご遺族の方々の悲しみを思うとき、本当に胸が締め付けられる思いでございます。はい。まあこんな感じでですねまあ当たり前の反応なんですけどね、はい、終始怒号が飛び交うような感じで、まあ超アウェーだったので、まあね、気の毒といえば気の毒というか、まあ誰が言ってもこうなっていたであろうということは間違いないんですけど、そもそも高市さんが進めてきた政策のせいなので自業自得でありますね。はい。ひもぐまさん、コンカラスです。はい。宴会をやって YouTube に上げた躍動議員がいた。何考えてんでしょうね。高市の言葉のね、空虚さがまた際立ってるんですよね。そう。失われたのではなく、大日本帝国が奪った命なんですということでですね。はい。だから高市さんみたいな人が言ったらこうなるの分かってんだからなんで来たんですかっていう話ですよね。挨拶中にね、さすがにね、石破と比べるとここまでね、岸田の時も怒号飛んでましたけど、安倍とか。ね、それにしてもすごいですよね。はい。まあよくまあこんなこと言えるよなと。で、こんな薄っぺらい言葉しか繰り出さないなら来るべきじゃなかったと。私も本当来るべきじゃなかったと思いますね。はい。こうなるの分かってたでしょ、あんたっていう。よく来たなっていう、まあ感じではあるんですけど、はい。小泉進次郎さんのコメント。沖縄での追悼式は地元の高校生が献花の花を手渡してくれたり、小学中学生も歌などの披露を含めて参加していたし、これからも平和でありますように、この願いは同じはずなので、挨拶中の高市総理に対するヤジは残念なものでした。静かな祈りを捧げる場を抗議活動に使う大人と曽祖母の幻想体験を平和メッセージとして心を込めて静かに強く披露した中学生と、披露共感を広げたのはどちらかだったか明らかでございました。高市総理の挨拶にヤジが飛んでいました。いろんな思いがあるのは分かりますが、追悼の挨拶の時ぐらい静筆な環境の中、みんなで戦没者を悼むことができないものでしょうかと。まあ、進次郎はともかく、なんか玉木雄一郎さんはずっとこういうこと言ってるなという感じなんですけど、私は同じコメントをしました。まずはお前が黙れ。まずはお前が黙れと。いや、うるさいのこの人たちじゃないですか。うるさすぎでしょ。ね、沖縄に対してどれだけうるさいこと言ってんのあなたたちっていうですね。まずあなた方にまず黙ってほしいです。私は。黙って、追悼だけして、普段してる人たちが言うなら、まあ、1億を譲ってそれでも不当だと思うけど、まあ、まだわからなくはないけども、普段声高に、琉球とかね、デニーさんとかを批判してるような人たちが言うことではありません。はい。まずはお前が黙れや。はい。ゲルゲルさん、コンカラスです。こんばんは。こんなやつの中よく喋り続けられるなというですね。まあそこはね、さすがですよね。太いというか。はい。人の神経を逆立てしてるよな。その当時生まれてもいない私はなぜ反省しなきゃいけないのかっていう、まあそういう態度だから批判されるんですよっていうか、普段からさ、それ以上に沖縄の人たちに対する罵倒とかしてるのにさ、よくこんなこと言えますよね。はい。他にもですね、ヘイターの人も来てました。これまで散々迷惑外国人は日本から出ていけなどと叫んでいたジョーカー議員こと河合祐介ですが、なぜかですね、沖縄に来て迷惑外国人施設米軍基地の前で取った行動はなんと基地に反対する人々に罵声を浴びせ犯罪者扱いするというものであった。愛国者なら目の前の米軍基地に反対しろというですね、なんとわざわざですね、沖縄まで来ておいて、まあ沖縄のですね、活動家の人たちに喧嘩を売ることしかまたしてなかったということで、いやー、すごいですね。まあ、日本のですね、国土を奪っているのは米軍なんですけども、そのことについて本当、この右翼の人たちってどうやって折り合いつけてんのかなと、私は何度考えてもよくわかりません。はい。
ということでですね、まあ他にもいます。日本軍司令官の慰霊と、幸い自衛隊は来なくなりましたが、本土から日の丸や旭日旗を掲げてくる一軍がいます。日本軍を称え、天皇のための死を美化し、海浮かばを歌っていました。グロテスクです。構想を書いた私の投稿に怒る女性がいました。日本軍が住人を殺したことはご存知ですかと尋ねましたが、答えはありませんでしたと。ということで、海浮かばを歌ってたそうです。相変わらず海浮かばですか。これ、兵士の自発的な歌ではありません。送り出す側が作った歌です。元歌もそうです。天皇のために死にますっていう歌が今の時代の鎮魂歌になるんでしょうかという。はだからわざわざ琉球に来といてやることがこれなんですねっていうまあ本当になんかもうどうしようもない人たちですねで、慰霊の日に来るなって思います。はい。いやー、ほんとこの人たち最低ですよね。迷惑系だろ、迷惑だろ、お前だろっていう。はい。生贄推進派ですよっていう。わかりやすい日本の愛国者なのだっていう。憲法全文もおめでたい一文とか言っていましたからね、高市さんはね。まあ結局ね、そういう考え方がこういう人たちを育てていますよね。はい。まあ、多少国に誇りを持っているんだったら、米軍基地に反対してくださいよ。どう考えても主権侵害してんのは米軍の方でしょって思うんですけれども、まあ全く米軍基地のことは目に入らないわけですね。その国に住まう人間を愛せない愛国者は標榜しないでほしいというですね。いや、本当は愛国者じゃないですよね。ただの米軍の、だから、手下なわけでしょう。まあ、岸信介の時代からそうですけれども、まあね、ああいう人たちはね、だから、国を売る人と書いてなんとか道って言うんですよ。だから右翼の人たちはね、左翼をそういう風に言うくせにね、なんで自分たちのことはそう思わないんでしょうね。案内坂オカラスです。抗議を受け止めるのは民主主義的に当然です。こういう切実な抗議をヤジだとか書かれるのはすごく違和感があります。ヤジって冷やかし的なニュアンスがありますよねって。そうですね。だから国会の自民党が言ってるようなヤジとは全く性質の違うものですよね。抗議の声ですよ。これも日程の斬新ですね。やはり加害者として戦争の総括が全くできてないということでしょうね。はい。ということで、はい、まあちょっとね、心が汚れたので、戦争は対岸の火事ではないという文章をちょっと読みたいと思うんですが、今や沖縄県民の9割以上が沖縄戦を直接に体験しない世代となりました。それでも私たち沖縄県民が地獄と言われた日々を我がことのように感じ、再びこのようなことを起こさせまいと決意を新たにできるのは絶えることなく鎮魂と慰霊の営みを続けてきた方々、後世のためにと子や孫へあるいは学校や地域で凄惨な体験を語り継いだ方々、さらに惨劇の舞台となった場所を保存し続けてきた方々の長年の努力の成果に他なりません。すべてを失ったと言っても過言ではない81年前のあの時から今日のような美しい島々を取り戻すために先人たちの懸命の努力があったことを私たちは忘れてはなりません。しかしながら沖縄には今なお広大な米軍基地が存在し、過重な基地負担と基地から派生する諸問題により人間の安全保障が脅かされる状況が続いています。特に合意から30年以上経過しても返還がなされない状況にある普天間飛行場については一方的な押し付けではない日米両政府と県の対話による解決を求めています。沖縄県は一日も早い普天間飛行場の返還をはじめ過重な基地負担の軽減を訴え続けますと。沖縄戦の実相に触れるために戦争というのはこれほど残忍でこれほど汚辱にまみれたものはないと思うのです。沖縄県平和記念資料館にはこの言葉で始まる結びの言葉が掲げられています。しかし近年大国の力による一方的な現状変更の試みによって国際秩序が揺らいでいる状況は平和を希求する沖縄県民のそして世界中の人々の願いから最もかけ離れたものであると言わざるを得ません。戦争はたとえ遠い国のことであっても決して対岸の火事ではありません。世界中が経済のつながりなど一層緊密にしている現在、他国の軍事衝突が直接間接に生活に深刻な影響を及ぼすことを今私たちは身をもって嫌おうなしに経験しております。カクカクさんはねやめてくださいという、メッセージを読まれたんですけど、なんでこの人が日本国首相じゃないんですかねこれ首相のメッセージですよねって思いませんか？いや私はだから別にそのデニーさんをやたら過剰に持ち上げたいつもりじゃないですけれども、首相の言うべきことだと思いますよこれというか首相の呼び上げるべき原稿ってこっちの方なんじゃないですかね。まあもうよくわかりません。もうどっちがどっちなんだという話なんですが、はいですね。
せめて日本国首相にはですね、形だけでもこうしたことを言っていただきたかったものじゃないかなと思いますね。戦争はね、決して対岸の火事ではなく、いやおなしにこうやって深刻な影響を及ぼすものなんだから、平和をね、私たちは希求していかなきゃならないんですよというですね、はい。なんでそういうメッセージがないんだろうな。半分以上首里城のこと言ってましたよね、あの人は。はい。抗議をやじというのは批判を、炎上と書くような感じです。そうですね。言い換えというかレトリックですよね。はい。海ゆかは、山ゆかは、踊るかはね。泉は静かな祈りの場への抗議一般を腐すのなら、そよ風なんかの右翼をあなたは非難してきましたかというですね、絶対非難してないですからね。もう辺野古基地移設計画から30年経過なんか、辺野古移設が普天間仕様の口実化してるみたいでですね。はい。ちなみに、辺野古が建設されたところで普天間基地は移設されません。はい。そのことはアメリカ軍が主張していることです。はい。右翼の人たちはいい加減理解してください。というか、無駄な、基地建設をやめましょう。ということでですね。しかし、無駄な基地建設を進める勢力といえば、ということで、はい。ですね、参政党ですね。はい、嫌な方はちょっと50秒ほどミュートしててください。この中でいろんな悲しい出来事が起きるわけですよ。さっきも言ったように、サイパンのこと知ってますから、自決をさせてくださいと言って、兵隊さんから手榴弾をもらいたいという人もいました。で、中には兵隊さんがですね、本当は手榴弾も貴重なので、兵器ありませんから、なんだけども、でもね、若い子たちが、女性たちが襲われてはいけないので、これ1個置いてったら、もし覚悟決まったら、これでね、自決をすることにを使ってくれというふうに渡した人もいるそうです。で、中には、ね、ダマっていう防空壕で赤ちゃんが泣くので、赤ちゃんの口をですね、周りで大人が兵隊さんが分かりません。誰が塞いだか分からないけど、なんか赤ちゃんを口塞いでですね、亡くしてしまったというような事例も記憶にあります。戦争ですから、非常に悲しいことがたくさん起こりました。けれども、大きな流れとして、日本本土の人間、我々の先祖ですね、沖縄を守ろうとした事実があり、そして沖縄の島民の方々も一緒に戦ってもらったんです。これが大東亜戦争の沖縄戦です。この中でいろんな悲しい出来事が起きる。はい。参政党はコジャゲンダ陣営を支援するそうですが、皆さんこれでいいんですかね。私は良くないと思うよ。だから参政党知事が誕生するわけでしょ、沖縄に。冗談じゃないですよ。中道改革連合さんとかはね、意地張ってないでですね、全力でデニーさんを支持しないとダメだと思います。日本の民主主義が破壊されますよ。はい。ということですけどね。いや、ほんとひどすぎますね。何を分け知り顔で言ってんだろうね。ということでですね。まあちょっとタイトルがあれなんだけど、やむなくやった打ち明けた住民虐殺、父が抱え続けた罪ということで、もちろん、沖縄の集団自決のこととかは皆さん知ってらっしゃると思うんですけれども、ですね、毎日新聞がまた、報じているのは、まあ毎年ね、報じられてると思うんですが、沖縄県久米島の久米島事件の話ですね。沖縄県では住民がスパイであると疑われ、日本軍に惨殺される事件が相次ぎました。戦後81年事件を知る人は数少なくなっており、戦没者を悼む23日の沖縄慰霊の日の前に関係者を訪ねたということで、20数名以上のですね、琉球の人々が日本軍に惨殺された事件です。軍隊は住民を守らない沖縄久米島の住人虐殺事件、戦後80年歴史の事実に向き合うということで、これ去年の、報道特集の記事なんですけれども、まあ、琉球のですね、久米島の方々を、まあ、むちゃくちゃに殺害したということなんですが、まあこの事件自体ね、完全にまあ論外というか、日本軍のね、虐殺の証拠の一つでもあるわけですが、まあ、この久米島事件でですね、やっぱり最も注目しなきゃならないのは、朝鮮系の人たちの一家が惨殺されたということです。スパイ容疑にかけられて殺されてしまいました。谷川さん一家ですね。谷川昇さん一家7人であると。当時、6歳の方がですね、思い出すことでは、歌さんですね、こちらのですね、ウェーズさんですね、が思い出すところによっては、仲良く暮らしてたんですよ。仲良く当時、その朝鮮系のですね、谷川家と暮らしていたんですけれども、
攻め込んできた時、日本軍が来た時に、結局住民虐殺のターゲットにされてしまったということですね。谷川さんのお母さんが出て行って、僕は軍人が大好きだと、お遊戯を自作してやっていたというですね、非常に積極的なところがあったと。まあ朝鮮系だからというのもあったと思うんですけれども、むしろ愛国的な人だったらしいんですね。そんな一家がなぜスパイとみなされてしまったのか、久米島の人にとってはよそ者です。和夫さん、は熱を出している一方で、米軍の近くに行きました。卵と交換して薬をもらったという話も聞きましたけど、その辺をずっと近くに歩いているのを誰かに通報されたと思いますということで、日本軍のですね、香山隊という連中が、この虐殺を主導したというふうに言われてます。で、田んぼに立っていたら藁で日本刀を包んで兵隊が2人とも若い青年たち2人にこの人たちの住みか住居はどこだと。で、ウエズさんはですね、戦後その話を聞いて、谷川さんは香山隊に殺されたのだということで確信を持って話されているわけですけれども、まあ非常に残虐なので、内容は具体的に読みませんが、7人がですね全員虐殺されました。だからこういった事件が確定的事実として語り継がれていて、まあ生存者の方々のね、友達だった人とかの証言も実際にあるというのに、何を言ってるんですかね、本当にふざけてるとしか思えないですよね。だからスパイだって決めつけたらですね、簡単に虐殺するんですよ、日本軍は。はい、日本軍はね。ですね。ギャンブルニキさん、コンカラスです。沖縄はそこそこ参政党強かった。いや、強いんですよ、参政党。はい。だから、それがまた問題だよな。だから、沖縄にいる、ヤマトンチュの人たちとか、参政党を支持してる人がいると思うんですけど、とんでもない話ですよね。はい。そう、公明党も古社推薦です。はい。歴史修正主義者。辺野古の件で反対派が立憲を貪っているなどという書き込みを見たけど、どう見ても立憲を貪っているのは基地を推進している側だろうというですね。はい。だから結局ね、こういう歴史修正主義者の人たちが勝ってしまうと、こういった歴史もなかったことにされてしまいますよね。だから、ウェズさんとかが訴えてきたことは何だったのかという話になると思うんですけど、はい。未だに日東でも言ってるやつもいますからね。はい。だから、ですね。もう、戦後ずっとだと思うんですけど、こういうことを事実として語り継いできた人たちが、さっきもね、冒頭の動画でも言われましたけども、あったわけじゃないですか。で、デニーさんもそうやって認めてらっしゃるわけじゃないですか。でもそういうことが全くわからんね。そんな私が生まれる前の話なんかどうでもいいって言った日本国首相がいますけれども、そういった人たちがですね、沖縄を支配するようになったら、まあ、とんでもないことになると思いますけどね。ナノクラフトさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。だからそれを許していいのかという話ですよね。久米島には日本軍による住民虐殺費もあります。はい。だから神谷宗平さんはね、こういうところを訪れたらいいんじゃないかなと思います。勉強になりますよ、きっと。はい。ということでですね、最後にちょっとこの方のコメント動画を見て終わりにしたいと思います。木を守らないというのがね、沖縄の戦争を体験した全ての人のね、一致した考え方なんです。日本は神の国、神国だからね、だから絶対負けることはないということをね、絶えず学校で教え込まれてたわけですよ。しかし、沖縄戦で体験したのは、人が人で亡くなる極限状態でした。日本の兵隊がね、その雑能が膨らんでいる同じ日本の兵隊をね、手榴弾で簡単に殺してね、その雑能を奪い取ってね、その中から食べ物ないかって探すのを毎日のように見ておったわけですよ。日本の兵隊が同じ日本の兵隊を殺すなんてというのはね、夢にも考えたことなかった。負傷して本島最南端の摩文仁まで追い詰められながらも生き延びた太田さん。なぜ沖縄戦のような悲劇が起きたのか。なんで俺たちはこんな戦争をしなくちゃいけないかったかということをね、生き残ったら、生き延びることができたら、なんでこういう目に遭わなくちゃいけなかったというのを明らかにしたいと。その思いを原動力に、学生時代から沖縄戦の研究に力を注ぎました。武器を持っていたらね、本当に自分を守ることができるのかというわけですね。
いいですか、今憲法を変えてまた戦争のできる国にしようとしてるわけですよ。そうね、憲法変わったらね、まずに引っ張れるのは皆さんですよ、若い皆さん。はい。故太田正秀さんですね。軍隊は民間人の命を守らないというのは沖縄戦を経験した人の全ての一致した考え方です。日本の兵隊が同じ日本の兵隊を殺すというのは当時は夢にも考えたことはありませんでした。今憲法を変えて戦争をできる国にしようとしていますが、真っ先に戦場に引っ張られるのは若い皆さんなのですと。まあ、太田さんがね、もうすでにこの世にいないわけですけれども、まあ、だからこういうね、だから昔を知る人たちが亡くなったからって、憲法を変えてね、沖縄をなんか参政党の島にしていいんですかっていう話じゃないですか。まあ、それが嫌だっていうんでしたらね、全勢力がですね、今、デニー知事を支持すべきだと思います。このままだと本当負けますよ。だって今、まあ、辺野古のね、事故の件でもそうですけれども、だからデニーさんバッシングすごいじゃないですか。ね、2月の選挙でもまあ敗北してるわけですし、まあ、公明党も味方になってくれないとなると、まあ、逆転するのはなかなか難しいんじゃないかと思うんですよね。でも本当にそれでいいのかっていう今岐路にあると思います。はい。ということで、沖縄慰霊の日の話でございました。そうですね。というか戦争は全ての人間を残忍にしますからね。まあイスラエル軍見てりゃわかるでしょうっていう話ですけどね。はい。でもこういう太田さんみたいな方がね、いなくなるのを待って、まあ神谷宗平みたいな連中が登場するんですよね。本当腹立ちますよね。はい。沖縄の歴史は内地に徐行になるなど貧困や労働問題とも隣り合わせです。そうですね。はい。ありとあらゆるところで差別されてましたからね。はい。そうです。元沖縄県知事のですね、醜い日本人を書かれてた方ですね。はい。渡辺裕二さん、コメントありがとうございます。お久しぶりです。配信ありがとうございます。ということで、いや、こちらこそ来てくださってありがとうございます。だからね、太田さんのような方がですね、まだ、ご存命であればとは思うんですけど、だから、まあ、ご存命だとしても、やっぱり90何歳とかで、だから当時を知る人自体がですね、みんな奇跡に入られたりとか、まあ、ご高齢でね、あんまり、ですね、積極的にお話できなかったりとか、いつまでもやっぱりそういう方々にね、負担を背負わせるわけにはいかないですし、まあね、太田さんがね、とか、尾長知事が亡くなったからって言ってね、急にだから沖縄がそういう島になるっていうのもおかしな話ですよね。だから何の過去継承もしてないっていうことじゃないですか。そんなの話にならんだろっていうね。はい。虐殺事件の否定や歪曲をするのは歴史否定主義と呼ぼうと提唱されている人、そうですね、なんか歴史否定主義ってまあ呼ぶのがなんか今ヨーロッパだと主流になりつつあるそうなんで、私もそう言っていきたいと思います。はい、すいません、修正主義って言っちゃった気がするけど、そう、修正はね、正しくするっていうニュアンスがあるじゃないですか。その彼らもね、その言葉の響きを利用してる面があると思うんですよね。歴史否定主義者です。はい。神谷さんみたいな人は歴史否定主義者です。歴史を完全に否定しているので、歴史を否定するものはですね、私は許してはならないと思います。はい。そうですね。結局、まあ、沖縄に入植してる大和の人だったりとか、まあ、ですね。まあ、歴史を忘れてしまった人だったりとかもやっぱり残念ながら増えているんでしょうね。でもだからといってね、やっぱ沖縄をそんなイスラエルみたいにするっていうのはありえないと思いますよ。はい。そうですね。歴史否定主義と呼んでいきましょう。太平洋戦争中の沖縄の戦術は米軍統治下で処分されたというふうに聞いたことがありますと。戦績ね。そうですね。だから米軍も証拠隠滅してるし、まあ日本も証拠隠滅してるしで、だから今ね、残ってるの、こうやって語り継がれてること自体が奇跡であるという面もあるわけですよね。だからそこを忘れちゃならないですよね。そうですね。改ざん主義とかね、否定主義とか呼んでいくのがですね、いいと思います。歴史を改ざんして否定してるので、はい。決して修正などしていないということですね。はい。ということで、沖縄の歴史を忘れてはなりません。沖縄慰霊の日の話でございました。はい。ということで、時間も迫ってきたので、早押しでの最後ですね、ヘイトジャパンとノーヘイトジャパンの話をしたいと思います。はい。早く渋谷のゴミ拾いをしろということで、まあなんかサッカーファンの方々がもう盛り上がっておりますね。
別に私はそのサッカーファンの人たちが強豪チュニジアに勝ったからといって大盛り上がりすること自体は別にいいと思うんですけど、2つ3つ疑問がありますよね。ここにいる人たちの中にまさか普段なんかデモがで騒情だとか言って腐してる人いないよねっていうのがまず一つと、警察はなんかやたらなんかね割と緩く管理したりとかいろいろしてるんですけれども、なんで警察はこれを許すのになんかデモを許さないってデモを許さないって一体どういうことなんですかっていうことでですね、今ちょっとごめんなさいうるさかったと思いますけど、こんな感じでなんか警察も一応注意はしてるんですけど、なんか日の丸振ってる人もいるし、なんか放置されてるんですよね、こんなのが渋谷のど真ん中で。はい。いやー、なんか非対称性を感じてしまいますけれども、はい。歴史捏造っていうのはね、捏造でもいいと思いますけどね。とにかく修正は使わないようにしましょう。はい。今も昔も植民地扱いですからね、沖縄は。捏造主義も良いかもしれないですね。否定主義は語彙として広まってるっていうとこかもしれないですね。だからサッカーファンなのかナショナリストなのか知りませんけれども、やたら盛り上がっていたようですね。はい。いや別になんか盛り上がるのは別にいいと思うんですけど、はい。ということでですね、はい。皆さん知っての通りだと思いますが、メキシコのモンテレースタジアムで行われた、日本対チュニジア戦で旭日旗を掲げるやつがまた現れました。はい。21日の、メキシコのモンテレースタジアムで行われた2026年北米ワールドカップのグループ F 第2戦で日本対チュニジア戦で、スタンドで旭日旗を掲げている人がカメラに収められてしまいました。これ韓国の、メディアですが、1930年のウルグアイワールドカップ開幕戦以来 FIFA ワールドカップ史上1000試合目として記録され世界的な注目を集めていましたということで、日本と関係ない文脈でもちょっと注目されてた試合だったんですよね。しかし、スタンドで歓声が上がった時、私は目を疑ったサングラスをかけた男性がリアルタイムでカメラに収められ旭日旗を振っていたのだということでですね、またこういうやつがいたよというですねなんか日本名物みたいな感じになってるんですけど、旭日旗を振るサッカーファンが現れたということですね。今日のチュニジア戦でもスタジアムの日本人サポーターたちが無邪気に、旭日旗を振り回す姿をテレビで確認することができました。怒りで私の体のすべての血管が引き裂かれて血が噴き出すような感覚でした。結局日本の教育が近現代史を怠っているために日本人たちは旭日旗の認識を誤っています。私は日本の小学校、中学校、高校と教育機関で学びましたが、日本が戦時中で犯した朝鮮半島とアジア帝国に対する非道な行為の歴史を学んだことは一度もありません。慰安婦も徴用工も自分で調べるしかなかったという程度です。旭日旗の下で日本は周辺国を侵略し、数えきれないほどの命と尊厳を奪ってきました。その事実からこれはナチスのハーケンクロイツと同等であり、その旗が揺れるのを見ると私たちは心が汚されたような言葉にできない屈辱感を味わっています。しかし日本人たちは絶対にそれを認めず理解もできません。何も学んでいないからですと、いうことでですねそりゃそうやろって感じで韓国の人たちがめちゃくちゃ怒ってます。はいですね。このカイノソンさん在日コリアンの方ですけど、当然ですよねっていうか毎回言われてんのになんで学習しないのこの人たちはというかする気がないんだよね多分。はい、ということで旭日旗を振り回すのはやめてください。元海外サッカーオタクとして思うのは渋谷のハロウィンではしゃいでいる層とかなり被ってる気がする。下手すると暴動に発展しかねないというか、ハロウィン、の時から市民の活動は警察は嫌いですよねという。わざわざ変な旗を振るな。何としてでも自分の答弁を修正して意図を変えようとしている総理が。これ以前にも FIFA に注意を受けすよ。ハーケンクロイツと同じ扱いでいいだろうって思うんだけど、旭日旗を掲げる人間は植民地国への被害が加害が目的に見えますよね。スタジアムでゴミを拾ってもスクランブル交差点にゴミ捨てまくる感じなんでしょうか。いろんなスポーツがありますが、旭日旗が掲げられるのはサッカーの印象が強いです。他のスポーツでも過去にあったでしょうか。いやーでもないんじゃないですかね。やっぱサッカーファンの人が振ってる印象が強いですよね。はい。
いや、本当旭日旗の意味分かってるのかって感じなんですけど、あれが薬物や窃盗で逮捕だったら代表に選出されてないし、仮に代表入りしてたら今擁護してる層からも非難合々を受けたに違いないということで、はい、預言者の方がいますけれども、はい、ということでですね、日本の邪悪な選手といえばということで、はい、見出しには書いてませんが、ザ・ガーディアンがついに取り上げました。ガーナのトーマス・パルティ選手がレイプ容疑でイングランドと元アーセナルのチームメイトと対戦し物議を醸すということで、ガーナもですね対外なんですけれども、複数の性的暴行容疑を受けている、このちっちゃく表示しちゃってますが、パルティさんという人を、代表に選んでしまいました。彼も当然ビザを剥奪されたりとかされてる国際的な非難を浴びてるんですけれども、彼も当然そういうふうに扱われるべきだと思いますが、一応パルティさんを擁護する気はないけれども、彼は全面的に容疑を否定していて、弁護士がいつか真実を解き明かすはずだみたいな、ことをですね、ガーナのヘッドコーチの、ケイロスさんという人も主張してるんですけど、いや、そもそもだから複数の性的暴行容疑で訴えられてるような人を代表に選出しないでくださいよという、他の人にチャンスを与えたらいいじゃんっていう、ただそれだけの話なんですけどね。はい。もちろんガーナ代表は非難されるべきだと思いますが、それと同列に、出てる人がいます。下の人じゃありません。ワールドカップに参加したレイプ容疑で告発された選手はガーナ人だけではありません。日本人ミッドフィルダーの佐野海舟は2024年に、集団暴行の容疑で逮捕されました。その時、鹿島アントラーズからマインツへの移籍が確認された際、東京で祝賀会に参加していた女性に、友人2人と性的暴行を加えた容疑で逮捕され、女性は襲撃容疑の後に警察に通報し、男性3人は逮捕されたと。いうことでですね、しつこく言うけど、パルテイさんっていうこのガーナの人を擁護する気は全くないんですけど、パルテイ氏と違うのは、佐野海舟は容疑を認めているということです。あいつは犯人なんですよ、犯人。だから、直接、だから、その危害を加えたはいなかったけど、その3人チームの1人だったことは認めて、女性に多額の慰謝料を払ったわけじゃないですか。だからたまたま不起訴になっただけで、性的暴行犯なわけですよ、佐野海舟は。だから、その事実を本人が認めていて、弁護士を立てて争っているわけでもないにもかかわらず、日本はサッカー日本代表として選出してしまったわけですよね。で、バンバンでも今なんか、佐野海舟活躍みたいな感じでニュースヘッドラインにまで流れてるじゃないですか。そりゃ言われるよね。イギリス人の人たちもね、さすがになんか、伊藤詩織さんの件、ジャニーズの件、そして佐野海舟の件と10年ぐらい、松本人志の件も言ってたか、10年ぐらい日本の話取り上げてきて、これだから、もう呆れてるんじゃないかなという感じですけれども、ヘッドラインにすら登場しないし、なんか、当たり前のようにですね、パルテ容疑者と同じように、同じ容疑者がいます。佐野海舟容疑者です、みたいな。だから、ガーディアンは容疑者って書いちゃってますけど、佐野海舟さんは容疑者でさえないんですよ。犯人ですよ、犯人。はい。犯人なので、はい。扱いが違うと思いますね。はい。ということですね。というか日本人はハーケンクロイツすら掲げることがどんな意味を持つか理解してないのではないでしょうかという。カルロス・ケイロスって昔レアル・マドリードの監督だった。あ、そうなんだ。全然すいません。サッカーに詳しくないので知らなかったですが、なんかそんな人がなんかさ、有罪が証明されない限りパルテは無罪だと見なされるべきと主張してるそうなんですけど、マドリードはいいんですかね、こんなこと言わせておいて。いや、もう関係ないのか。なんか非常に残念ですね。はい。ちなみに監督の森保のノートには日本人の誇りに日本は負けないみたいなことが書いてあった模様。ああ、そうらしいですね。はい。だからなんかファンの人たちとの行動とこのなんか佐野海舟の性犯罪容疑じゃねえか、性犯罪用語とね、全部つながってる感じですよね。ほんと嫌ですね。はい。ということで、ヘイトジャパンのですね、サッカー盛り上がりもひどい嫌なんですけど、そう、日本のニュースでなんでこれ扱わないんでしょうね。トップニュースで連日報じてもいいと思うんですけどね。現在進行形の話だし、だからね、マスコミは忖度してるっていう風に言われるわけですよね。
そしてこちらもまあ閲覧注意なんですが、先日のフリートークでも取り上げましたが、私はあるニュースを読みしばらく言葉を失いました。まあこちらですね、ですね、ベトナム、系の方と結婚されてらっしゃる方らしいです。はい。で、仙台市の、公立小学校で一人の外国人の女の子が少なくとも14人の同級生から2年間にわたっていじめを受けていたというのです。国に帰れ、日本語ができないやつなどと面と向かって言われ、さらに恐ろしいことにランドセルに釘を刺されたというようなね、とんでもない暴行を受けたということも言われております。さらに最後には、その子は転校を余儀なくされたということです。日本で幼い子供を育てる一人の父親として、私はこのニュースをどこか遠い世界の物語としては読めませんでした。それは私自身の子供に起こり得る未来の話として胸に迫ってきました。私はこれは珍しい特別な一件に過ぎないと自分に言い聞かせようとしましたが、しかし調べていて自分が間違っていたことに気づきましたと。自分のね、海外にもルーツを持つお子さんが、まあこの方はね、日本の方みたいなんですけど、そういう被害に遭うかもしれないというつぶやきなんですけれども、まあなぜスレッズを取り上げるのかというところで、まあ察している方もいるかもしれないんですけど、とんでもないクソリップがこれに、いろいろくっついています。まあだから自分のね、パートナーさんとね、子供さんのベトナムルーツのことが言われるかもしれないというですね、父親としての当然のね、深刻な、懸念と心配が書かれていて、全くね、普通のことしか書いてないって、まあ普通っていう言い方もあれだけど、と思うんですけど、何年かに比べて外国人に対する見方が変わった日本人がたくさんいると思います。日本政府の政策が問題です。外国人を優遇しすぎた結果だと思います。寺の火災、治安悪化に始まり、外国人を誘致したせいで起きる摩擦が SNS で拡散され、多くの人の目に触れ不安を煽っています。いや、それはお前らがやってることだろ。いや、だから寺の火災とか、何の証拠もないんですよ。何の証拠もない外国人の犯罪だと勝手に SNS でデマを巻かれていることが良くないことなんだみたいなことをですね、自分でデマを書きながら言ってるんですよ。いや、どうかしてるだろ。しかも当事者の方にこれコメントするんかいという。いやー、まあなんかまあスレッズなのでですね、本当に強烈なんであれなんですけど、日本人が悪いというプロパガンダをまき散らすのをやめてもらっていいでしょうか。ベトナム人用のフリースクールを行った方がいいんじゃないでしょうか。みたいなことを言っていたりですね。まあ本当に、で、とびっきりひどいのは、このコメントから、普通に日本の子供を自転車壊されたり、教科書隠されたり、上履き汚されたり、もっとひどいことをしています。そしていじめられて転校している子供なんて山ほどいます。日本のことを知らなすぎですね。日本は、そういういじめが当たり前の国なんですよ。外国に住むってそういうことです。たかだか釘ぐらいで大げさすぎるんです。どれだけ優遇されたいんでしょうか。もうなんか具合悪くなってくるけど、からこれ以上読まないけど、いやー、すごいですね。なんかやっぱりこういう人たちって暴力が当たり前なんですね。だから差別したり、人に暴力を振るったり、いじめをしたりするっていうことは、当然のことだから、それが対象が、まあ日本の人であれ、外国人であれ、文句を言うやつがおかしいっていう発想なんですよ。すごいよね。もうこの人の存在が日本を貶めてると思うんですけど、さすがにね、私だっていろんな人からいじめられてきたけどね、これが当たり前だとは全く思わないですよ。子供の頃ここまでされなかったわ。って思うんだけどな。なんでしょう。これが当たり前なんでしょうか、皆さん。日本というのはそういう修羅の国だから、まあね、嫌だったら出てくかするしかないみたいな感じなんでしょうかね。はい。ということでですね。外国人に冤罪を起こしてしまう人も子供の頃日本でいじめを受けてたりとかね、まあそれもね二次的な加害の問題としてはありますけどもね、でも外国人差別は政治家が主導してる話ですからね。不起訴騒いでるバカがいっぱいいるけど悪人から見たら失笑者だという外国人優遇など存在しないと、めちゃくちゃですね。なんでこんな魔境なんだろう。私が知らないだけでツイッターにもこういう領域があるのか。いやまあツイッター
でももちろんその右翼の人たちはこんな感じだけどまあなんかねちょっと質が違う感じですよね。もうそもそもなんか暴力が当たり前でございますみたいな感じの、何言ってんですかって、人を殴るのは当然でしょみたいなね、そこまでストレートには言ってないけれども主張をする人が現れるんですよ。なんでみたいな。いや本当にね、日本そのものをディスってますよね。はい。池田さん、ノミネーさん、コーカラスです。釘って殴る蹴るより、いや、はるかにやばいですよ。下手したらね、大怪我してますよね。はい。子供は異物に敏感だし、排除には容赦ないですからね。いや、それはそうなんだけど、でもね。もうなんか言葉がないですね。いや、この人間接的にだから日本をすごい貶めてるんですよ。日本はいじめ大国で、そういうね、外国籍の人が入ってきたらね、差別や暴力や釘刺しぐらい受けて当たり前なんだからね、そんなことで文句言うんじゃねえって言ってるんですよ。すごいよね。どこがビューティフルだよっていうね。すごいんだよね。日本の子供たちに負の遺産を残したくない、移民反対、インバウンドにうんざり、日本人のための日本を取り戻したいみたいなことをプロフに書いているんですけど、なんかここまで見るとネタアカウントみたいに見えてきますけど、いや実際工作とかなのかもしれないけども、まあそれにしてもひどいですね。はい。いじめ大国日本に誇りがあるの怖っていう自民党の話ですが、法務委員会見てて平口法務大臣もなんかしどろもどろしてます。まあ自民党なんか全員みんなそうですよね、最近。周りにはそれぐらい誰とかあるとかハラスメントは言われがちですよね。こういう感じの人たちが誰かの親である。そう、本当にそれが恐怖ですよね。なんかスレッズの特徴は言葉遣いを丁寧にしながら全力で殴るところ。あ、そうなんだ。特徴なんだ。いやー、まあ確かにいきなり乱暴な言葉遣いしたらバンされるからなのかもしれないですけど、なんかツイッターとは別の陰湿さがありますよね。何なんだろうな、これ。はい。霊障系のネタアカウントっぽくもまあちょっと見えてしまうんですけどね。まあネタだったらまだその方が救いがあるなというふうにも感じますけど。いやでも本当にね、こういう差別暴力主義者みたいな人が人の親だったりとか、近所にいるっていうことの方が恐怖ですよね。はい。日本のですね、脅威は差別主義者の人たちだと私は思います。外国籍の人たちではありません。はい。まあ、そして対照的にツイッターの方も比較してみたいんですが、信じられますか？生活保護の医療費は年間2兆円です。とんでもない金額ですが、ここには外国人の分も含まれています。その額452億円で1人当たり年間72万円です。なぜ我々の税金を使うんだみたいなですね。まあなんか最近はこういう AI 生成画像でですね、バズりを狙う人が増えているんですけれども、この人が言ってると、まあ、皆さん考えるまでもないと思いますけど、これ真っ赤な嘘ですね。この元統計を確認したんですが、外国人そのものではなく、世帯主が日本国籍でない人の生活保護世帯を対象にしたものです。まあ、つまり、世帯員に日本国籍の人や配偶者が含まれている場合ではないもありますし、逆に世帯主は、日本国籍の人で世帯員に外国人の人がいる場合は、この統計内に含まれてないんで、これ全く正確な金額じゃないですね。しかもある時になんか、厚労省だったかな、まあ国が調べてるんですけど、国が1ヶ月間試しに調べただけのデータなんですよ。だからずっと統計を取ってるとかそういうことでもないっていうですね。そもそも生活保護外国人が受けて何が悪いんだよという話ではありますが、はい、圧倒的にだから外国籍の人の方が人数少ないのにですね、まあこんなことを言うこと自体がおかしいですし、まあ生活保護バッシングの変形だなというふうに思いますね。はい。そうですね。移民反対デモとかやってる人たちはスレッズとかインスタが主なんですよね。でやっぱりツイッターとはちょっと違う層の人たちですよね。いじめとか万引きという言葉が罪の意識を薄めている感じがします。そうですね。まあ犯罪です。暴力犯罪だしヘイトクライムですからね。どう考えてもこんなはずないだろうっていう相手間違ってるでしょ。自民党や利権を収める企業に言えよ。X にはインプレの金目当てでデマと差別を拡散扇動してる人が多い感じがありますけど、スレッズは利益も打算も絡まない悪い意味で純粋な差別という感じがする。確かにスレッズはね、こうやってインプレ稼ぎをして金儲けをするみたいなね、邪悪なことができないので、こういうバズ狙いのツイートじゃないポストってあんまりないと思いますね。なんだけどなんかねこういう人たちが寄ってくるんですよ。よくわからないことに何なんだろうなっていう。ちょく悪いですね。
まあ本当こういうとこでしか言えないんでしょうけどね、言わないでくださいよと思います。で、折々の言葉で、今日ですね、この国で選ばれたことが罪なのですかと、いうことでですね、これ仮方面の、若者を描いた、池尾信一さんの、ジャーナリストの池尾信一さんの本からの言葉ですけど、仮方面の子供たちからの言葉ですけど、要は差別主義者の人たちが言ってることこれなんですよね。日本に生まれたから悪いんだろっていうですねそれだけの理屈なんですよ、彼らが言ってるのって。だからこれもはやジェノサイドの論理なんで、だからイスラエルがパレスチナの人たちとかに言ってることと同じですよね。とにかくここにいることが悪いんだということで、他の国に出てってくれみたいなこと言い方するじゃないですか。まあ一見丁寧になんか理屈をこねてるように見えるけれども、結局はそれしか言ってないんですよ。だから存在すること自体を、外国籍の人たちが存在すること自体を否定しているので、まあそういうね、理屈に関してはねまあただのヘイトでしかないので、なんか論破したりとか説得したりとかっていうそもそもするものではないと私は思います。まあツイッターはツイッターでね、そうですね、バズれれば何でもいいみたいなね雰囲気だから、まあこういうポストが多いわけですよね。移民や外国人が福祉を食い潰すっていうナラティブを政治的アピールをするのは特有の特徴ですね。そうですね。まあ参政党とかも同じレトリックを使ってますからね。そしてネパール料理の、たまたまで、まあ、ツイッターはこういう方もいらっしゃるんで、あれなんですけど、たまたまちょっと流れてきたんですけれども、ネパール料理店の方なんですが、ビザの問題があります。どうしたらよいでしょうか。私は日本を離れることになっても、プルジャダイニング店とネパール料理、そして長年かけて築いてきた信用と評判をこれから守り続けたいと思っています。何か良い方法はありませんでしょうか。私には日本で本当に頼れる人がいません。神様も親も家族も友人も私の人生ではみんな旅人です。だからこそアドバイスだけではなく、プルジャダイニングの理念や思いを、理解し、お店と信用を大切に引き継いでいただけないでしょうかと。今ね、ビザ3000万円の例の、話がですね、こういう個人料理店の方とかを非常に苦しめています。はい。だから、日本の人たち、日本の国籍を持った人間を、まあ、仮に店主にしたりすることで、まあ、なんとかビザの問題をクリアしたりですね、ただそれでも許されないパターンとか結構あるみたいなんですけれども、まあ、苦しんでいる方々がいっぱいいるわけなんですけど、だからなんでさ、日本にこうやって暮らして商売してる人たちをさ、こうやって嫌がらせみたいなことするんですかね。まさになんかいるだけで悪いみたいな思想だと思うんですけど、いやそんなこと言うんだったら日本に害を出してるのは日本のそういうヘイト主義者の方、ヘイトスピーチとかやる人たちの方だと思うんですけど、違うんですかね。いやー、まあ本当存在そのものを罪だっていうのはね、ジェノサイドの論理なので絶対に肯定してはいけないと思いますね。イスラムヘイトで参政党支持のブルーベイアカウントはインドネシア人だった。それはお金目当てのアカウントですね。私は被差別属性で貧困支援家庭の知人にヘイトスピーチや差別に関する相談をしたときに、あなたはスマホを持ってネットもできているじゃないか、あなたは恵まれている、その家に比べて貧困家庭はスマホを持つの難しいんだよと怒られたことがあるので、僕はもっと大変な思いをしてるんだとマイノリティにぶつける人たちがいるのは肌感としてわかる。なるほど。まあ確かにね、社会全体が貧しくなってますからね。社会全体が貧しくなっているがゆえに、こういうね、なんか他の人たちだって大変なんだからね、お前ら文句言うなみたいな、まあ生活保護バッシングなんかは典型的にそういうね論理で駆動されてるというは思うんですけれども、はいね、そういう人は多いんでしょうね。そうでももっと苦しい人がいたとして目の前にいる人を助けなくていいっていう話ではないんですよ。はい、そして目の前にいる人を助けないといえば、はい、ドクターヘルが長期運行停止になりました。県が支援要望書を厚労省に提出、整備士の確保などを求めるということで、20日に、兵庫県を拠点とするドクターヘリの長期運行停止が懸念されている問題をめぐり、県は20日運行体制の再構築や整備士の確保、運行停止中の経費支援などを国に要請したと、いうことでですね、まあ、兵庫県のですね、ドクターヘリが人材不足などの問題でずっと停止しているそうなんですよ。なのでですね、なんとか国に支援を求めて再開したいということで、副知事と、市長が国にですね、要望、上野厚労省にですね、要望書を手渡しているんですけど、
あれなんかここにいるべき人いなくないですっていうことで、まあ今日これだけなんですけど、はい。兵庫県がおかしいことを示す2枚の画像。1枚目、年間2000件出勤するドクターヘリを守るため国に頭を下げる市長と副知事。2枚目、昨年10月に要望を受け取っておきながらドクターヘリが止まる直前まで放置していた県知事ということで、はい。斉藤元彦さんは去年10月にこの要請を受け取っていたんですけども、なんか何食ってんだ、パン食ってんのかもう知らねえけど何もしてなかったそうです。もう兵庫県政やっぱり機能してないんじゃないですか、これは。だってこれもう思想がどうとかの問題じゃないですよね。思想がどうとか議会がどうとかの問題じゃないですよね。あなたが一言厚労省に向かってドクターヘリなんとかしてくださいお願いしますって言えばですよね。整備士の確保とかなんとかしてくださいっていうようなことを言えばですね、それで済んでいた話なのに、あろうことか今年まで放置して、しかも自分で行かないで副知事に行かせてるんですよ。何を考えてるんですか、この男は。いやー、もう訳がわからないわ。はい。という話なんですけども。まあなんかね、やっぱり地方とかでね、こういうなんか訳のわからん市長が、訳のわからん理由で、訳もわからず支持されるみたいなことが、流行しているとですね、まあみんないくつまで経っても苦しいままなんじゃないかなと思いますね。そうですね、弱者切り捨てのレトリックですよね。そういう生活保護叩きみたいなのはね。自分よりも弱い立場の人を切り捨てれば、今度は自分が切り捨てられるかもしれないのにね。でも斉藤さんを支持するような人は分かんないんでしょうね。はい、斉藤元彦会見も本当ひどかったですね。本人は陳情にも行かずなんか食ってるわっていうね。本当何なんだよこいつっていう。止まるべくして止まったドクターヘリですね。はい。他にもですね、まあちょっと地方自治絡みで言うと、日本保守党から富田至さんという人が立川市議会議員選挙で当選してしまったそうです。はあ。っていうか、当選した市議に立候補してたんだ。富田至さんが当選しました。かつてはゲイ雑誌 G メンの編集長を務め、安保法制の時は国会前で通うほどだったのに、トランスヘイターになってから急におかしくなり、今では反 LGBT になってしまいました。いや、本人当事者なんですけど、かつての富田さんを知る人は、差別先導団体日本保守党の地方議員に落ちぶれた彼をどう思っているんでしょうかということで、非常に疑問に思いますね。というか、いい加減もうなんか、いやもうとっくに多分コミュニティからはパーチされてる人だと思うんですけど、なんとかした方がいいんじゃないですか。いいのか、このまま放置してて。まあなんか一応、なんだろう、日本保守党的な立場から、まあ性的少数者の立場はちゃんと擁護するんで、別にヘイトスピーカーじゃないんで僕はみたいなことを言ってたらしいんですけど、知らないよって。あなたがどんだけトランスヘイトスピーチしてきたか知ってますからね。はい。立川は第二のふるさとなので怒りもひとしよす。やめろ、やめてください。ぐわーって凄まじい天候ぶりですね。ですね。いや、トランスヘイトからただの劣等よ。いや、まあ、典型的にそういうコースの人じゃないですかね。まあ、もともとは保守的な人だったっぽいですけども、でも G メンの編集長だったのになんでここまでなるんだよっていう。どうねじ曲がったらそうなるのっていう。でも私がもう、認識した時はもうトランスヘイトしてる人だったから、なんかそういう人だって私知らなくて、まあ自分がね、そういう、クイアカルチャーに全く無知だったので、知らなくてこの方のこと。だから、なんだこのおっさんとしか思わなかった記憶があるんだけど。いや、その後知ってですね、そうなんだって思って、すごいびっくりした記憶がありますね。当時。はい。いやー、マイノリティを差別するマイノリティの中では、まあ有名人ですね。嫌な有名人だな、本当に。いやでもなんかそういうのを日本保守党取り入れてる動きは気持ち悪いですね。はい。なんか参政党とはちょっと別のコースに行こうとしてんのかなっていう。まあそういうね、なんかマイノリティ内右翼みたいな人たちを取り込もうとしてんのかなという、動きは気持ち悪いなと思います。県民ですけど、こいつの動画についてる称賛コメントを見てたら頭がクラクラしました。トランスヘイトをこじらせた人は右翼方面しかまあ居場所がないですからね。ゲイの幸せな生き方をインフルエンスしてた人で、ゲイの幸せイコール隠れた中で脳になったのが間違いですと。ああ、なるほど。そうなんですね。だからクローズドが正しいみたいな方向に行っちゃったのか。
はい。まあ、ただね、こういった動きを全部総合すると、やっぱりこれはファシズムですよね。私たちは今目撃しているのは日本の民主主義の死です。権威主義国家への転落です。象徴天皇制が変質しています。議会制民主主義が空洞化し、議論が封殺され、選挙制度のお手盛り改変による与党の多数派の公共化、軍事国家が国旗損壊罪の法制化、メディアの沈黙、抑散化、そしてまあ地方自治のね、弾圧と腐敗、あらゆる編集が、ファッション化を示していると思います。いうことでですね、まあ日本のそういうワールドカップの盛り上がりとかも、こういうファッショナー動きの、まあ一環としてやっぱり考えざるを得ないのかなと思いますね。いやなんか当事者でもそういう考え方の人いるのはね、やっぱりね、分かってはいるけど嫌ですよね。まあね、発達障害者にはね、イーロン・マスクというやつがいるので、全く人のことは言えないというか、ね、恥ずかしいのですが、はい。だからね、なんでそういう方向に行くのかなって思いますけれども、やっぱりその自己責任主義とかを内面化しちゃうとそうなりやすいのかなってのは思いますね。はい。そうですね、稲荷おじさんとかいろいろ言いますからね。自分が差別されないためにそう差別に迎合するんですよね。ゲインフルエンサーもトランスヘイターだらけですということで、まあ彼に限った、富田さんだけに限った話じゃないですからね。他にもいっぱいいたからね。はい。ということで、ヘイトジャパンのファシズム化でございました。そうですね。まあ、そういう人の中ではそうですね、ピーター・テイルが一番有名かもしれないですね。まあ、なかなか、あんまり彼はね、セクシャリティは前面に出してないですけれどもね。はい。そもそもね、彼の目指す社会、理想社会を実現してしまったら、まあ、なんだ、マスクみたいなね、発達障害の人間だったらともかく、やっぱりゲイの方って居場所なくなると思うんだけど、どうやって折り合いをつけてるのかなって私はよくわかんないですね。はい。まあ、ティールは何考えてるのかわかりません。はい。ということで、ちょっとお水飲ませてください。最後に、まあ、ノンヘイトの話をしたいと思います。はい、失礼しました。まあ私も全くわかんないけど、まあ理解しなくていいんだろうなっていう気がします。はい、ということでですね、差別で夢を諦めないで本名を明かしたブラジル国籍教師の願いということで、愛国心はあるのか外国人は間違ったことを教えるなどとヘイトスピーチを浴びていたこの方、福本ウィリアン・ガブリエル和幸さんという方らしいんですけれども、在日ブラジル人2世の方ということですね。同僚らはそれは、差別されるのはおかしいということを声を上げ一緒に戦うと言ってくれた男性は昨週再び本名を明かし子供たちと向き合っている。県が外国人教員の採用取りやめを検討し国籍に注目が集まる中、子供たちが差別を理由に夢を諦めるような社会になってほしくないと思うと。はい、三重県といえばっていうことでですね、まあこのニュースの続きなんですよ。三重県庁の7月採用、外国人にも受験認める見通し、国籍要件復活の最終判断間に合わずということで、まあなんだっけ、名前忘れたけど、三重県知事レイシストなんですよ。で、残念ながら。で、三重県の知事さんはね、レイシストなので、情報流出を防ぐためなどと、呼称してですね、県職員採用の国籍要件を復活させよう。要は日本国籍の人間以外は公務員になれないようにしようというですね、参政党みたいなことをまあ言い出したんですよね。で、言い出したんだけど、まあ7月中旬までにまあ意見を取り集める募集をするみたいな、話をしていたんですが、まあ募集がですね、そろそろ始めないとまあ間に合わないということで、来年にはしないというようなことらしいです。はい。国籍要件を万が一復活させるなどと判断した場合も、本格実施は2027年度からになるということで、復活させんなという感じでございます。ということで、引き続き皆さん反対していきましょう。まあ今のところね、こういった教職員の方々とかの激しい反対がありまして、なんとか持ちこたえてるということなんですけれども、まあそもそもね、県知事がね、ヘイトスピーカーなどどうしようもならないと思うんですけど、三重県のね、教職員組合の方本当頑張ってほしいと思いますし、やっぱりこういうところにね、教職員の方々の、まあ、労組とかの連帯が生かしされてますよね。
まあ私はね、なんかこういうことをやってるとね、ついつい労組とかね、そういうコミュニティの人たちを取り上げるのをですね、あまり控えめにしがちですけれども、やっぱり非常に重要だと思いますし、まあ職場内からね、こういう差別に反対する声を上げていって、組織的にね、差別に反対していくっていうことによって、こういった方々のね、権利を守れるっていうね、実質的なやっぱり動きをしてるのが労働組合のような組織だと思うので、やっぱりね、その動きの重要性というのはですね、どれだけ強調してもしすぎることはないかなと思います。はい。ということでですね、いや、本当ね、三重県はどうしようもないですね。っていうか、三重県知事がどうしようもないんですけど、三重県の人たちは割と反対してくれてます。はい。まあ、ピーター・ティールはそうですね、強者さえ良ければいいのだみたいな社会だから、そこは関係ないのか。なるほどな。オルタナ右翼は黒人も同性愛者も一応許容なのだという。そうですね。まあ、オルタナ右翼には黒人の人たちもいますからね。ちょっと理解できないけど、私は。ひまそらさんに漏洩したのは日本国籍の人だろ。国籍関係はい。全く国籍関係ないし、まあ日本の脅威はですね、目下レイシストの人たちだと私は思うわけですけれども、まあ三重県のね、労組の人たちとか教職員組合の人たちは頑張ってほしいと思います。はい。そしてですね、こちらも音楽出そうかな。はい。通る方に何が一番変わりましたかって聞いたら、窓口の対応がまるで違いますっておっしゃるんです。住民と共にある癖ってこういうもんでしょ。私たちの声を聞くっていう、それを受け取るの職員ですよね。市長一人でみんなの声なんか聞けないんだからでしょ。それを作り出したのは岸本聡子さんなんですよ。だから何があってもこの選挙は負けられない。だから今そこ本当に立ってたら職員がニコニコ笑ってそういう話をしてくださったので、私に1分喋らせろって言って終わります。はい、ありがとうございます。はい。ということでですね、ついに、まあ、杉並区長選近づいてきたわけですけれども、翻選にて生活実感をしている岸本区政の素晴らしさを区民の方が飛び入りで訴えてくださったということで、ちょっと信じられない光景ですね。この人すごいですよね。もう YouTuber なれるでしょっていう。なんかね、右翼の人は桜だとかなんだとか叩いてるらしいんですけど、いやでも実際やっぱり慕われてるし、もともとそういうなんかね、まあ、それこそ労働組合とか共産党さんとかでね、活動してたような人たちとはみんなやっぱり岸本さんのこと大好きだと思うので、こういう感じでね、応援してくれ、草の根で応援してくれたりっていうのがね、広がってくるといいと思うし、岸本戦隊はですね、非常に活気があって、まあ絶対負けられないというような感じになってるらしいので、負けないでほしいなと思います。はい。応援しております。まあ、大和田さんはね、本当なんかどこを切り取ってもダメなので絶対勝ってほしくないなと思いますが、というか、門弘子区長に事実上なるのやばいでしょ絶対ダメだと思うので、杉並区の方は頑張ってください。はい。ですね。今年の衆院選で高市さんを熱烈に応援するおばあちゃんの AI 動画が出回っていたせいで、いやでも警戒しますよね。私も一瞬あれと思ったんですよね。AI じゃねえよなこれと思って。まあ普通の動画でございます。めっちゃ流暢してますよね。流暢で話してますよね。はい。知事会の意向に三重県は明らかに逆行しているのに、福井や茨城や三重の知事の動きには知事会が表立ってちゃんと指南してほしい。ああ、なるほど、そうですね。なんか鳥取知事の方入院させられちゃったみたいですけど、ちょっと心配ですけども、宮城県知事のね、坊さんとかね、本当めちゃくちゃ激怒してほしいなと思います。飛び込みでスピーチできるだけでもすごいのにね、普通に本当流暢にすごくいいことを話されてるのでですねびっくりしましたね。はい、右翼から目の敵にされてるんですね。左の左のですね、左のポジションの岸本区長ですけれども、いや、言うてそこまで左翼じゃないと思うけどな。ただの、環境保護フェミニストですよ。はい。全然ね、外国では珍しくない市長の方です。はい。ですね。はい。回復を願っております。最近はすぐに AI かなと疑うことが増えましたね。はい。私も一応警戒はしてます。1回、2回騙されてるので。
そしてですね、デモとかの動きなんですけど、韓国の平和的デモについて歴史の違いを考慮せずに現在の姿だけを真似ても効果が薄いのではないかという、ちょっとって思うような意見なんですけど、この方はですね、韓国の歴史とかもちゃんと踏まえた上で、2028年までに、もしかしたら日本の民主制がですね、完全にさっきの方の言うようにファシズム化してぶっ潰れてしまうかもしれないと。だからといって暴力的手段に訴えるのかというと、それはもちろん違います。マスコミが機能しない以上、無関心層の目の前で活動するとか、ポスティングをするとか、大企業に圧力をかけるとか、ストライキをするとか、国会前に集まる以外の手段についても真面目に考えていく必要があります。例えば、国会前に3万人強が集まれるのであれば、山手線全駅同時デモとかやった方が効果的ではないでしょうか。山手線は30駅あるので、各駅の駅前に1000人ずつ集まることができます。これに似たことはすでに行われていますが、それをもっと大規模にやることは可能なはずだと。これ確かに理論上そうなんだけど、実際やめたり人を動かしたりするのはね、なかなか難しいことだと思うし、山手線側からね、妨害されたりとか、いろいろあるとは思うんですけれども、でもこの方が言ってる基本的なことは正しいと思います。先ほども言ったようにね、労働組合さんの動きとかもますます重要になってきますし、岸本戦隊のようにですね、ポスティングしたりとか、集団で行動して、何かしら圧力かけたりするとかですね、そういった動きもですね、デモ以外もやっぱりやらないといけないというところだと思います。体がいくらあっても足りなくなるので、もちろんデモ活動とかを今やってる方がですね、無理して他のこともやる必要はないと思いますけど、デモに動かないとかね、他の手段を取りたいっていう人はそれはそれでね、いろんな手段で政府に立ち向かっていく必要が出てきてるのかなと思います。そうですね、ゼネラルストライキがやっぱ一番強力なんですよね。でも日本だからな、ゼネストができないからな、なんか事実上やっぱりみんな怖がっちゃってできないですよね、なかなか。難しいとは思いますけどね。ただ強力なね、労働組合とかがまだ残ってるようなところであれば不可能ではないと思いますよね。確かにデモをメディアや表現と捉え、可視化に力を入れるのもありかもしれない。一箇所に大人数集まればいいというものでもないです。金沢のデモの場合、なぜか駅のサイネージ広告を無料で使わせてもらえることが分かり、今回はサイネージ広告で告知しています。当日はちょっと現代アートのような試みも企画しています。一人でも多くの目に留まるといいなと思っておりますということでですね、心理学科学生の、梶井さんですが、すごいな、これ方と思いました。だから私もね一応 YouTube を使っているわけではありますけれども、YouTube に限らずですね、いろんなメディアとかですね、サイネージとか駆使してですね、どんどんペンライトデモ以外にもですね、視聴を広めていくっていうことも大事になってくるかなと思います。で、こちらはね、評論なんですが、高市政権はもはや国防偏重ですらない作家、ですね、の方が、戦争11国になる未来ということで、こちら、相坂東馬先生ですね、同志少女適用運転の作者さんですが、ギュンター・グラスという人が、過去にドイツからね、元ナチスのドイツ人という立場からイスラエルを批判したことを引き合いに出して、選挙が感情的な今、推し活に変化した現代において、政策を論理的に批判するデモこそが民主主義を継続させる有効な手段だというふうに考えています。武器輸出や国防偏重の危うさを批判し、緊張緩和のための外交努力と市民における行動する民主主義の大切さを訴えていますと。AI で要約してるのちょっとどうかと思うんだけど、要するにですね、有料部分に書いてあることとしては、相坂先生はですね、今、なんかすぐ高市さんの支持者の一言って二言目には民意がみたいなこと言うじゃないですか。その民意自体がね、工作で作られたものじゃないかというところはもちろんあるんですけど、それをさっぴいたとしてもやっぱり論理的整合性が全くないっていうのが今の、民主的に自称を選ばれている人たちの特徴なわけですよね。米国のイラン攻撃は良くないとか、日本の武器輸出に反対という立場なのに、高市さんは個人的に好きだから応援したいみたいな、理由で支持してるじゃないですか。だからそれは情緒的になんか高市さんに好感度が高いから好感を持っているというだけであって、アイドルを支持してるのとあんま変わらんわけですよね。それじゃダメでしょっていう、ずっと皆さん批判してるところではありますけれども、あくまで政策の是非とか政策のね、できるできないを考えていかなきゃいけない、っていうことですから、やっぱり行動する民主主義
っていうのが必要だし、ペンライトを振る人たちが、現在の日本と世界的な性差は無関係ではなく、戦時下の性暴力を考えたいと自らのロジックを体系化して語り始める姿を私は目にしたと。そうしたですね、ロジックが、路上で紡がれていくことが大事なのではないかというようなことを話されております。全くその通りだと思いますね。はい。ということで外国の話に少しするんですが、アメリカの Z 世代の7割が社会主義を支持、斉藤公平、日本も他人事ではない赤いニューヨークの選択ということで、ちょっと写真が怖いんだけど選んだんだろう。最近ね、プライド月間を、祝ったことでも有名な、ですね、マムダニ市長ですけれども、斉藤公平さんさすがというかですね、綺麗にまとめてます。社会主義というよりかは、あまりに資本主義がクソなので、オルタナティブを求める動きが、たくさん出てきてるよっていうような話ですね。はい。実際そうじゃないですか。資本主義って基本的に豊かになれるよって、私たちでも成功者になれるよとか、お金持ちになれるよっていうナラティブで人気を得てきたのにもかかわらず、実際にはね、イーロン・マスクとか、ピーター・ティールみたいなやつしかお金持ちになれなくて、みんな貧乏なまま、ひたすら死ぬまで働かなきゃいけないっていう状況に追い込まれてるわけでしょ。だからそんなことするぐらいだったら、ある程度税金をですね、金持ちの人たちに払ってもらって、バスの無料化とか高速化とかをした方がいいと。で、マムダニさんがやっぱ画期的だったのは、そういう具体的な政策に落とし込んだ上で、社会主義的なね、ことをですね、了解させて、いや、バス無料化した方がいいっしょって、あとは公営住宅の供給増やすとみんな得だよねとか、マイノリティの人の権利守った方がいいよねっていう感じで、ですね、具体的な例に落とし込んでやっぱり訴えていったことですよね。だからそこは左派ポピュリストとしてすごく上手だったところだと思うんですけど、やっぱり基本的にね、そういう戦略を真似すべきだっていう点と、だからある意味やっぱりイデオロギーの問題ではないっていう、そういう言い方する人って大体ね、右翼的だったりとか、日本ではあんまり信用ならない論者が多いんですけれども、そういう話ではなくて、別に社会主義を支持してなくても、そういうですね、なんていうか、格差を助長するような政策でない政策っていうのを訴えていくことは可能だというような話がなされてますね。はい。すでに企業が位置情報と滞在時間の収集でデモ参加者を特定集計しているので、メジャーな駅に分散してデモ参加者の特定情報を落とさせるのは個人情報保護の観点でもメリットがあるので、今後デモ参加者にもインセンティブがありそう。なるほど。そうですね。集中するとデータとか取られやすくなりますからね。それは警察的にはね、ちょっと危ういというか、本当パランティアみたいなね、奴らが出てきたらね、いよいよですからね。はい。分散型のネットワークが必要なのかもしれないですね。タワマンを粉砕して公共住宅、すべての人民に住居ということですね。はい。いや、本当ね、すべての人民に住居を与えるとか、やっぱり金持ちから金取って、市民に配るとかってね、当たり前の政策だと思うんですけれども、日本とかですね、アメリカだと共産主義みたいなこと言われて、すげえ否定されてきたわけですけれども、共産主義じゃねえからって普通に民主的に決めてんだから社会民主主義だよっていう。はい。一緒にしないでいただきたいっていうか、いや、共産主義でもいいと思いますけどよっぽどね、やっぱり今の資本主義者の人たちのやってることの方が独裁的だっていうことを、広めていく必要があるのかなと思いますね。そして、ネパールの最高裁判所が LGBTQ+ の権利にとって大きな勝利として平等結婚を支持する判決を下しました。おめでとうございます。パチパチ。ネパールに関しては、私が勉強不足でよう知らなかったんですけど、いや、ついに同性婚法制化かというふうに言ってしまったんですが、そうではないです。正確に言うと、こちらのピンクニュースが書いてある通りでして、ですね、6月18日に、クイアとトランスジェンダーの人たちの、英語に戻っちゃった、権利を支持するという判決を出したということですが、2023年にですね、初めて、そうしたカップルの方がですね、一応法的保護を受けられるということで、事実婚みたいな状態にはなっていたんですよ。ただそうなんですけれども、彼らがですね、に対して反対するような動きもあって、裁判で、その法的権利っていうのが可能かっていうのがちょっと争われていたんですけど、なんか翻訳できねえな。
争われていたんですけれども、それに関してネパールの最高裁判所がですね、当然に平等結婚が2023年にですね、9人の LGBTQ 活動家グループがですね、そういった事実婚のような暫定判決を支持したんですけれども、それをさらに認めるというですね、判決を下したということですね。なのでネパールの政府が同性婚を法制化すれば、本当にね、同性婚 OKっていう話になるんですけれども、なんか翻訳うまくいかないな。ごめんなさい。今ですね、2023年に初めて、ですね、結婚したカップルの方っていうのが、こちらには写真載ってないんですけど、トランスジェンダー女性とシスジェンダー男性のカップルの方でして、トランスジェンダーの性別移行ってネパール実は認められてないんですね。なので、どうしても同性婚っていう形にせざるを得ないということで、本来同性婚じゃないんですけれども、本来同性婚じゃないんだけど、同性婚という形にせざるを得ないということで、2023年に、事実婚状態であるということが認められまして、それで、トランスジェンダーの性別移行を OK するっていうことと、同性婚の権利をどうするかっていうことで裁判で争われているそうです。はい。なので、同性婚に関しては最高裁判所で決着がついたので、法制化をですね、国が進めればいいという話になったんですけど、そうなるとですね、未だに最高裁判所の判決も下ってなくて、同性婚が法制化されてないアジアの国はどうなるんでしょうねという話ですね。はい。いやー、プライド月間でね、こういう判決が出るの、本当ネパール偉いなと思うんですけれども、台湾、タイ、ネパールに続いて、次はどこのね、韓国かな、アジアの国が同性婚でね、ちょっと翻訳できなくて申し訳ないですけど、皆さんよかったら検定に当たってください。あれするのかなという感じでございますが、はい。渡辺さんおやすみなさいませ。ありがとうございました。労働で稼ぐよりも資本が自己増殖する速度の方が圧倒的に速い上に資本は世界を渡り継承されるので格差が固定化されますからね。そうですね。だからね、結局、資本主義の方がね、全体主義的ではないかっていう話なんですよね。ネパールおめでとうございます。2023年最高裁判官の命令により同性同士の結婚が登録されるようになったものの、それは暫定的なもので中途半端な状態でした。しかしついに最終決着になりました。ネパール最高裁は6月18日同性婚を支持しました。政府に対し平等な結婚の権利を確保するよう命じましたということで、アジアの平等の権利はですね、台湾、ネパール、タイで実現していますと、いうことですね。はい。日本はいつになるんだというか、日本早くしろよという、それしか言うことがないですけれども、はい。いやー、ほんとね、自民党政権打倒しないとね、一刻も早く打倒しないとダメだと思うんですけど、どうしてできないんでしょうかね。情けないですね。はい。ということで、最後にですね、ちょっと、先日行ってきたデモの映像を流して終わりにしたいと思います。はい。ということで、私は特に映ってませんし、このロボがすごかったんですけど、You are not alone ロボが登場しました。すげえびっくりしました。写真撮らせてもらいました。はい、ということで、ノーヘイトノープロテストマーチというのが札幌で開かれました。これ地元でね、ずっと、活動家されてる、ね、パレスチナ連帯デモとかでもね、活動されてる方の、主催だったんですけども、ですね、こののどかさんっていうアーティストの方がですね、非常に素晴らしい演説をされてまして、デモに先立ってね、ですね、ノートに内容が書いてありますので、ぜひともですね、読んでいただきたいと思います。中国出身のよく一緒に映画を見に行く友達がいらっしゃいます。彼女はこれから永住権の申請をするのですが、今年3月永住権申請の費用の上限を30万円とすることが閣議決定されてしまいました。彼女は中国の政治状況もあり、日本に
国籍を移す決断はしていませんので、選挙権もありません。自分が暮らす町のことを自分では誰か、排外主義的なムードに飲まれた誰かが決めていく恐怖を想像しています。私も女性や、の身体や生活にまつわることであっても、年老いた男の人たちが決めていくことに日々強い不安と恐怖を感じています。境遇が違えど連帯したいと思っています。急なお願いだったにもかかわらず、自分にも参加できることがあるなどと喜んで協力してくれた友達が、手紙を寄せてくれましたということで、手紙の内容ですね、ぜひとも読んでいただきたいなと思います。だからね、その中で中国籍のそのご友人の方のメッセージとして、トランスジェンダーの友人の方に、私はあなたよりですね、十数年早く、女性になっていただけだというような話もあったんです。書いてあるメッセージも書いてあるんですけれども、日本にね、だから一緒に暮らしている以上はですね、仲間であるわけですよ。もちろん仲間であっても、お互いに危害を加えたりとか、もうそういうことをする人に関しては、確かにね、対応が必要ですけれども、なんかその一緒に暮らしてるだけの人に対してですね、なんか像を向けたりするのは、やっぱり根源的に間違ってるし、像を向ける人の方にこそ問題があるよねっていうですね、当たり前の話だと思うんですけどね、そういうことを再確認できたので、とても良いデモでした。主催してくださった皆様お疲れ様でした。本当ありがとうございました。ということでね、私もなんかいろいろプライベートのこととか結構忙しくてね、参加できなかったりとかできたりとかするんですが、皆さんと一緒にですね、連帯して、これからも活動頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということで、ノーヘイト、ノーウォーの話をしました。韓国は日本と同等かそれ以上に性的マイノリティの立場が弱い。というかね、やっぱアンチの人たちがすごいんですよ。日本におけるその日本会議みたいな、反 LGBTQ 勢力がいるんで、ユン・ソンニョルの支持層ってそっちの人たちですよね。だからでも、イ・ジェミョンさんになってユンの、政治的権力が相当弱まったので、今チャンスなんですけど、なかなかね、やっぱり厳しいとは言われてますよね。はい。習近平はさすがにどうなんだろうな。中国が同性婚法制化したらね、ちょっとびっくりですけどね。はい。いや、ロボットこれすごいですよ。これびっくりしました。作った方別に知り合いとかではないんですけど、ずっとこれ操縦してたんですよね。でも30分近く更新してたんでめちゃめちゃ疲れただろうなと思います。本当お疲れ様でした。はい。中国共産党はですね、独裁継続のためなら同性婚も法制化しそう。いやー、でもそれはそれでピンクウォッシュになりそうだな、確かに。いやー、立体造形デモに映えますよね。いやー、これはほんとすごい迫力だった。なんかね、多分、宮崎アニメとかを元ネタにしたのかなという感じだったんですけど、かっこよかったですね。はい。で、パレードのね、旗とかもね、主催の方がですね、結構自作されてたりとかするんですけどね、本当に多彩で、メッセージもね、それぞれ素晴らしいしね、アナーキーフラッグもあったんですよ。これかな左下に見えてるもんだと思うんですけど、はい。様々なね、でっかい旗がですね、はためいていて光景でとても良かったです。はい。ということでですね、今後も私もですね、こういうとこにお邪魔させていただきたりしながら、自分の活動も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。アイアンジャイアントか。忘れてた、映画。はい。ということでですね、そうですね、昔のアニメ映画で名作でありますよね。コナンとかに出てきそうだなってですね。はい。ということで、本日の配信も来ていただきまして、本当ありがとうございました。ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録いつもしていただいてありがとうございます。よろしくぜひお願いいたします。はい、ということでですね、先週というか冒頭でも告知したんですけれども、金曜日はちょっともしかしたらね、忙しかったり、体調の問題があるので、もしかしたらちょっと配信しないかもしれませんので、配信しなかった時は察してください。よろしくお願いします。
土曜日ですが、9時からですね、人権について真剣語りということで、ですね、VTuber のパンケーキホイップクリームさんと、私と音羽の風花さんのスカーレッターコンビで、コラボさせていただきたいと思いますので、皆さんぜひとも、遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、はい、皆さんもですね、本当今季節という変わり目というかですね、暑くなったり、変わり目というかもう夏だとは思うんですけど、暑くなったり寒くなったり、中で天候のね、変化が結構北海道も激しいので、デモの時ね、これめっちゃ暑かったんですけど、なんか今日は寒かったので、はい、ですね、急な、気候の変動で体調を崩されないようにですね、気をつけられてください。ということでですね、お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、反対ということでですね、はい、ですね、素敵なサムネは風花さんが作っていただきました。ありがとうございました。ということでね、すずりの方もですね、ぜひとも、皆さんよろしくぜひお願いいたします。一ノ瀬さんデザインのグッズ販売しておりますので、よろしくお願いいたします。まゆちさんもここからすです。ありがとうございます。お疲れ様でした。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということで、皆様もですね、何度も繰り返しになるんだけども、土曜日の方楽しみにしておいてください。よろしくお願いいたします。自律神経くったくたになりますからご自愛くださいませ。ということでですね、はい、ありがとうございます。私もですね、当日体調崩してね、ドタキャンとかないように、気をつけて参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで皆様ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。